のささやきの朗読やそのキャンプ場を見つけたのは、キャンプ場レビューをまとめている個人ブログだった。写真を見る限り、林間サイトで雰囲気も良く、料金もかなり安い。都内から車で2時間くらいの距離にあるのに、週末でも空きが多いと書かれていた。ただ気になったのが、レビューの数が妙に少なかったんだ。新しいキャンプ場というわけでもないのに、ネットの情報がほとんど出てこない。ブログの記事もどれも少し古かった。穴場ってやつじゃない？友人がそう言ってそこに決めた。山道をしばらく登った先にそのキャンプ場はあった。入り口に小さな管理棟があって古い木の看板が立っている。場内は思っていたよりも広くて区画も多かったが、実際にテントが張られているのは4組だけだった。受付で料金を払うと、管理人が場内の地図を広げながら説明をしてくれた。この辺りが平らで使いやすいです。水場とトイレはここ。夜は結構冷えるんで気をつけてください。一通り説明を聞いた後、管理人が地図を畳みながら、ふと思い出したように言った。あと、最近ソロの人多いんですよ。静かだから。今日も一人来てますよ。それが最初だった。指定された区画にテントを張って、一段落してから水場に行くと、先に一人使っている男がいた。年齢は40代くらい。背が高くて痩せている。深く帽子をかぶっていて、顔はあまりよく見えなかった。大きなバックパックと使い込まれた道具が並んでいて、慣れている人なんだな、というのはすぐに分かった。男はまな板を出して肉を切っていた。大きな肉の塊を黙々と小さく切り分けている。ソロキャンプにしては量が多いなと思った。クーラーボックスもやけに大きい。こちらが水を汲んでいると、男がこちらを見ないまま言った。ここって静かでいいですよね。人も少ないし。それだけを言うと、また肉を切る作業に戻った。包丁がまな板に当たる音だけが水場にずっと響いていた。トントン、トントンと妙に一定のリズムだった。夜になると本当に静かだった。騒いでいるグループもいないし、音楽を流している人もいない。焚き火の音と、たまに誰かが薪を動かす音がするくらいだった。そして夜中にトイレに起きた。テントの外に出ると、林の中は真っ暗で、ランタンの光が点々と見えるだけだった。他のサイトはもうほとんど寝ているみたいで、明かりも少なかった。でも、一箇所だけまだ明るいところがあった。それは昼間、水場で会った男のサイトだった。近くを通ると、またあの音が聞こえてくる。トントン、トントン。昼と同じ包丁の音だった。こんな時間まで肉を切るのか、と思って少し不気味だったが、ソロキャンプで夜更かしをする人もいるか、くらいにその時は思ったんだ。トイレから戻る途中、俺は少し気になって男のサイトの方を見た。男は座ったまま下を向いてずっと何かを切っていたんだ。ランタンの光で手元だけが明るく見えた。その周りにはラップに包まれた肉の塊がいくつも並んでいた。昼間見た時よりも明らかに量が増えているように見えた。次の日の朝、早く目が覚めた。まだ他の連中は寝ていたので、俺は一人で水を汲みに行った。水場の近くから山の奥へ続く細い道があるのに気づいた。
俺は散歩でもしようかと思って少しだけ歩いてみたが、すぐに林が深くなって、あまり人が入る感じの道じゃなかったので、途中で引き返した。キャンプ場に戻る途中、前の方から誰かが歩いてきた。あの男だった。山の方から戻ってきていた。帽子をかぶって、昨日と同じ服で、同じバックパックを背負っていた。ただバックパックが少し膨らんでいるようにも見えた。男は自分を見ると少しだけうなずいて、そのまま横を通り過ぎていった。だけどすれ違った時、少しだけ生臭い匂いがしたんだ。魚か肉か、そういう匂いだった。テントに戻って朝飯を食って、昼前には片付けを始めた。帰る準備をしていると友人がふと言った。そういえばさ、あの空の人、車どこに止めてるんだろうな。言われてみれば、駐車スペースを見たが、それらしい車が見当たらなかった。もう帰ったんじゃない？俺はそう言ってその時はあまり気にしなかった。帰りに受付に寄って管理人に一応挨拶をした。ソロの人ってもう帰ったんですか？俺が管理人に言うと少しだけ考えるような顔をしてから言った。ああ、あの人ですか。いや、まだいると思いますよ。その時少しだけ意味がわからなかった。車なかったよなって思ったんだ。だけど管理人は少しだけ笑ってこう言ったんだ。まああの人毎週来てますから。だいたいいつもいるんですよ。そしてそのキャンプ場にもう一度行ったのは1ヶ月後だった。メンバーは前と同じ3人。特に理由があったわけではないが、予約が取りやすくて静かで料金も安い。結局またそこにすることにしたんだ。山道を登って入り口の看板が見えたとき、少しだけ嫌な感じがした。理由は自分でもよくわからなかったが、あのソロキャンパーのことを思い出していた。受付で管理人に名前を言うと、管理人は、ああ、この前も来てましたよね、とだけ言った。その後場内の地図を出しながら、何気ない調子でこう言った。そういえば今日も来てますよ。何がとは言わなかったが、誰のことを言っているのかはすぐに分かった。区画に行くと、やっぱりいた。前と同じ場所に同じ色のテント、同じタープ、同じ椅子、同じあのでかいクーラーボックス。まるで前回帰った後、そのままずっとそこに置きっぱなしにしていたみたいに何も変わってはいなかった。でもそんなわけはない。ここは普通に予約制のキャンプ場だし、同じ区画をずっと一人で取り続けるなんて普通はできない。まだいるな。友人も気づいて小さな声で言った。夕方水場に行くとまたあの男がいた。前と同じように肉を切っていた。大きな塊を小さい塊に同じリズムで切り分けている。前と同じ音だった。クーラーボックスの中にはラップに包まれた塊がいくつも入っているのが見えた。その時友人の一人が小声で言った。この人さ、ずっと肉切ってない？冗談っぽく言っただけだったけど、妙に引っかかった。そういえば前も夜中までずっと切っていた。朝は山の方から戻ってきていた。じゃああの肉はいつ買い出しに行っているんだ。車も見ていないし。その日の夜、俺はまたトイレに起きた。テントの外に出ると、やっぱり静かで、ランタンの明かりもほとんど消えていた。そしてあの男のサイトだけが明るかった。また包丁の音がしている。昼も夜も、前に来た時もずっと同じことをしている。俺はトイレに行って戻る途中、今度ははっきりと聞こえた。
足音。砂利を踏む音がゆっくりと近づいてきた。ザッ、ザッ、ザッと。自分のテントの方だと気づいて少しだけ足を止めた。暗い林の方から足音が近づいてきて、そのまま自分たちのテントの前を通り過ぎた。その時、ランタンの明かりの外側、暗いところに人影が見えた。背が高くて帽子をかぶっていた。あの男だった。でもどこにも行かない。自分たちのテントを通り過ぎて、少し行って、また戻ってきて、テントの周りをゆっくりと歩いていた。テントの中に戻った後も、しばらくその足音は続いていた。朝起きてテントの外を見ると、地面に足跡が残っていた。自分たちのテントの周りだけをぐるっと回るように何周もした足跡だった。昼前受付の前を通った時、管理人が一人で座っていた。俺は少し迷ったが聞いてみることにした。あのソロの人、毎週来てるって言ってましたよね。管理人は少し黙ってから言った。来てるっていうか、ずっといるんですよ。俺は意味がわからなくて聞き返した。え？ずっとってどういうことですか？いや、だから、ほとんど帰らないんですよ、あの人。たまにいなくなって、また戻ってきて、またしばらくいる。もう3年くらいになるかな。チェックインしてるところ、見たことないんですか？そう聞くと管理人は首を横に振った。いやー、それがないんですよ。でも受付に封筒が置いてあるんです。利用料って書いてあって、だからまあいいかなと思って。管理人は少しだけ笑って、それからこう言った。あの人、来る人のことよく見てるんですよ。特に何回か来てる人のこと。その時嫌な感じがはっきりとした。覚えるの早いんですよ。車とか、人数とか。管理人はそこで言うのをやめて、代わりにこう言った。まあ静かにしてくれる人なんで、こっちとしては助かってるんですけどね。その日の夕方、炭を捨てに行くとき、男のサイトの横を通った。男はちょうどクーラーボックスを開けて、中を整理していた。その時一瞬だけ中が見えた。ラップに包まれた塊がいくつも入っていた。その一つからラップの端が少しだけ外れていて、中のものが少しだけ見えていた。肉だと思った。でも色が少し変だったんだ。赤じゃなくて白っぽくて、ところどころ黄色っぽかった。それに形も変だったんだ。切り身というより曲がったままの形をしていた。それは指みたいに見えた。と思った瞬間、男が突然蓋を閉めた。男は何も言わなかった。ただ自分の方を少しだけ見ていた。そしてその日の夜、また足音がした。ザッ、ザッ、ザッと足音がテントの前で止まる。しばらく何の音もしなかった。テントの薄い布一枚の向こうに人が立っている気配だけがある。だけどしばらくすると足音が離れていった。その時友人の一人が小さい声で言った。あの人さ、俺らが前来た時もいたよね。そしてもう一人が言った。うん。前来た時、もう一組、二組いたの覚えてる？言われて思い出した。少し離れた区画に男二人のキャンパーがいた。夜焚き火のところで少しだけ話した記憶がある。あの人たちも何回か来てるって言ってなかった？そこまで聞いて、なんとなく嫌な想像をしてしまった。でもさ、今回あの人たちいないよな。
その日の夜はほとんど眠れなかった。足音は一度だけではなくて、夜中に何度も聞こえた。テントの周りを歩く音、そしてゆっくりと同じ速さで何周もしているんだ。ザ、ザ、ザ。音が止まるときは、だいたいテントの入り口の前だった。誰も何も言わなかったが、三人とも起きているのは分かっていた。ようやく朝になって外に出ると、やっぱり足跡が残っていた。自分たちのテントの周りだけ、円を描くみたいに何周も。それを見て、もう一泊する予定だったけれど、全員同じことを言った。もう今日は帰ろうか。誰も理由は言わなかった。片付けをしているとき、管理人が軽トラックで見回りに来た。あれ？今日までじゃなかったでしたっけ？いや、それがちょっと予定変わって、今日帰ることにしたんです。そう言うと管理人は少しだけこっちを見て、それから小さい声で言った。夜、歩いてました。そして俺たちは少し黙ってから、はい、とだけ答えた。管理人は少しだけ迷うみたいな顔をしてから言った。あの人夜になると見て回るんですよ。何回か来てる人のところ、順番に。そこで言葉を切って代わりにこう言った。まあトラブルは起こしたことは一回もないんで、今までは。その今まではがずっと引っかかった。車に荷物を積んでいるとき、あの男がこっちに歩いてきた。そして初めて向こうから話しかけてきたんだ。あれ、帰るんですか？はい。キャンプ好きなんですね。その前もいましたよね。回数を正確に言われた。自分たちがここに来た回数と、それは同じだった。そして男は少し笑って言った。すぐ覚えちゃうんですよ、人のこと。それだけ言うと、また自分のサイトに戻っていった。最後に受付に寄ってから帰ることにした。管理棟の中に管理人がいて、帳簿みたいなノートを見ていた。俺たちは清算して、また来ます、と言いかけてやめた。代わりに聞いた。前に来たとき、ここにいた二組いましたよね。管理人は少しだけ考えてから言った。ああ、男二人の。あの人たちって何回か来てた人たちですよね。最近来てないですよね。管理人はしばらく黙っていたが、やがて小さな声で言った。キャンプって急に来なくなる人多いんですよ。来なくなる理由、いちいちわからないですしね。それからボソッと付け足した。来てた人来なくなって。来てた人来なくなって、しばらくするとあの人、肉の量が増えるんですよ。何を言われているのかすぐには理解できなかった。理解したくなかったという言い方の方が近い。その日の帰り道、しばらく車の中で誰も喋れなかった。高速に乗る前コンビニに寄って昼飯を買って駐車場で食べた。その時に友人が急に言った。なあ、あの人の車さ、見たことある？言われてゾッとした。一回も見てないんだ。じゃああの男はどうやってあそこに来て、どうやって帰るんだ？その日の夜家に帰ってから、俺はなんとなく気になって、あのキャンプ場の名前を検索した。あまり情報は出てこなかったが、古いブログが一つだけ出てきた。個人のキャンプブログで何年も前の記事だった。そのキャンプ場に行った時のことが書いてあった。記事の最後の方にこう書いてある。
そういえば、いつもいるソロキャンパーのおじさんがいた。その人のことを管理人さんに聞いたら、もう何年もほとんどずっといるらしい。そう言われたんだ。まあちょっと怖いけど、悪い人ではなさそうだ。だけどすごい量の肉をいつも切ってた。そこまで読んでスクロールをすると、キャンプ場で撮った写真が何枚か貼ってあった。集合写真みたいなやつだった。何人かのキャンパーが一緒に写っている写真。その写真の端に少し離れたところで椅子に座っている男が写っていた。深く帽子をかぶったあの男だった。そして写真の下にはこう書いてあった。写真に写っている人たち、この後何人か来なくなったらしい。偶然だとは思うけど、なんかちょっと気味が悪い。そこまで読んだところで変なことに気づいた。その写真に写っている人数が、ブログに書いてある人数より一人多かったんだ。ブログには、この日は5組で10人くらいだったと書いてあるのに、でも写真にはどう見ても11人写っていた。その一人は他の人たちから少し離れた一番端に立っていた。それは帽子を深くかぶった男だった。それから自分たちはそのキャンプ場には行っていない。でも今でも時々思い出すんだ。あの男が言った言葉。すぐ覚えちゃうんですよ、人のこと。あの時あの男が覚えていたのは顔と名前ではなくて、体の大きさとか重さとか、どれくらいの量になるか、そういうことだったんじゃないかなって。あれは俺が団地の7階に住んでいた頃のことだ。夜勤帰りで疲れ切った深夜11時。階段を上がる気力がなく、俺は久しぶりにエレベーターを使った。古い団地のエレベーターはどの塔でも評判が悪かった。蛍光灯が弱く、エレベーターの中は非常に薄暗い。天井の角には黒いシミが広がり、鏡面はくすんで自分の顔すら輪郭しか映らなかった。7階のボタンを押して扉が開くと、エレベーターの中に人の気配が残っていた。人影はない。だが誰かが立っていた重さだけが床に残っている。電気がじわりと温まりきらない密室の空気がそこだけ深く沈んでいた。俺は嫌な感じだと思いながらも1階のボタンを押して扉を閉めた。エレベーターが動き出す。その瞬間、背後の鏡に黒い影が揺れた。映り込んだ影は俺のものではなかった。肩幅が広く、俺より一回り大きい体格。位置的に俺の真後ろに立っていなければ映らない高さに影があったんだ。振り向いたが、もちろん誰もいない。ただ湿った衣服の匂いだけがかすかに残っていたんだ。生乾きではない、もっと深い土に吸われたような重たい匂い。エレベーターは7階を離れ、6階、5階と降りていく。エレベーターの揺れがいつもより重く感じた。4階の手前でギーッとエレベーターの天井がわずかに沈んだ。まるで大人の重みが上から乗ったような沈み方だった。俺は固まったまま回数表示だけを見つめていた。冷たい汗が背中を伝い、呼吸の音すら邪魔に思えた。3階に近づくにつれて
湿った匂いが強くなっていき、エレベーターの中にじわりと広がった。そして3階に着く瞬間、俺のすぐ左側で重たい息が落ちた。俺は反射的にそちらを見たが、もちろん誰もいない。ただ空間だけが不自然に沈んでいたんだ。扉が開いた。誰もいない3階の廊下。だが廊下の奥の角に水気のある足跡が一つだけ残っていた。それは大人の足跡だった。俺は慌てて閉めるボタンを押し、扉を閉じた。扉が閉まる瞬間、奥の角で大人の肩の高さの影がゆっくり揺れた気がした。3階で影を見たあの日からエレベーターを使うのが怖くなった。だが団地の7階は想像以上にしんどい。遅番の帰り、俺はまたエレベーターの前に立ってしまった。予備ボタンを押すと、ガクッとエレベーターが途中で揺れたような振動が足元から伝わった。まるで誰かが途中の階で揺さぶったみたいな不自然な重みだった。数字はゆっくりと上がり、7階に到着。扉が開く。誰もいない。だがエレベーターの中は妙に暖かかった。深夜の団地はいつも冷える。なのにこのエレベーターの中だけ湿った温度が残っていた。さっきまで誰かが立っていたような温度だった。俺は恐る恐る中へ入り、1階のボタンを押した。扉が閉まる。静かになるはずのエレベーターの中で、スッと背後の空気がわずかに動いた。呼吸の気配。重い人間の息がすぐ耳の横をかすめたような感覚。振り向いたが、そこには空間しかない。だが鏡の中には、俺の肩の真後ろに何かの胸のあたりが映っていたんだ。顔は映らない。ただ胸の位置だけが俺より高い。大人の男くらいの高さ。俺が一歩下がると影も一歩分だけついてきた。目をそらした途端、ギッと箱の天井がかすかに歪んだ。天井板が押されてたわんだような沈み方だった。上に人が乗った時と同じ強い負荷。4階を過ぎた頃だった。エレベーターの左上、天井と壁の隙間から水が一滴だけ落ちた。濡れた後は黒ずんだ円になって床に残った。水？雨なんて降っていない。天井裏にペットボトルでもあるのか？だがそんな理由で説明できるほどの量ではなかった。2滴目が落ちたとき、俺は気づいた。天井の影が落ちてきているんだ。人の影、しかも大人の体格。肩幅の広い影が天井の裏から箱の中へにじみ出てくるように見えた。俺は扉が開くのを待ってはいられなかった。開くを連打した。3回、扉が開いた瞬間、背後でずっと重い何かが床へ降り立つ気配がした。俺は振り向けなかった。振り向いたらそこに立っている。そんな確信だけが喉の奥を締め付けた。廊下に飛び出し、扉が閉まる直前、鏡の端に映った。俺の背後に
濡れたスーツの男が立っていた。うつむいたまま肩だけが異常に揺れていた。扉が閉まり、箱は無人のまま下へ降りていった。ただ誰も乗っていないのに、床に大きな足跡がべったり残っているのが見えた。それは濡れた革靴の跡だった。俺はエレベーターで濡れたスーツの男を見てしまった日から毎日階段を使うようにしていた。だが7階の上り下りは現実的ではない。どうしても避けきれない夜が来た。深夜、仕事帰りの重い足で俺はまたエレベーターの前へと立ってしまった。呼びボタンを押す。だが来ない。表示は3で止まったまま。あの男が立っていた階だ。あの濡れた足跡が残っていた階。胸の奥がじわじわと締まっていく。数十秒後、ようやく数字が動き出す。4階、5階、6階。エレベーターはゆっくりと7階へ向かう。そして扉が開く。エレベーターの床が濡れていた。誰かが数秒前までずっと立っていたような濡れ方だった。そしてちょうど革靴の形に沿って。もう後戻りはできなかった。俺は息を止めたままエレベーターへと足を踏み入れた。扉が閉まり、下降が始まる。7階、6階、5階。いつもより揺れが重い。まるで目に見えない誰かが一緒に乗っているかのような負荷だった。4階に差し掛かった時、背後でスッと布が擦れる音がした。振り向けない。鏡を見る勇気すら俺にはなかった。代わりに喉の奥で息の重さが分かった。近い。息を吸うたびに湿った空気が背中に当たる。3階に着く瞬間、照明がバチッと死んだ。真っ暗。そして息が止まる。心臓の音だけがエレベーターの壁に跳ね返る。暗闇の中、俺の左耳のすぐ横で大人の男の呼吸が落ちてきた。深く、乾いて、力のない息。返せ。低い声だった。直接聞こえたわけではない。エレベーターの空気が震えただけのような、そんな声だった。返せ。何を？だがその答えはすぐに分かった。俺の足元に濡れた名札が落ちていた。団地の管理員が胸につけるタイプの名札。写真は消えていたが、名前だけは読み取れた。それはこの団地で数年前にエレベーター内で亡くなった男性の名だった。顔を上げる。真っ暗なエレベーターの中、男は俺のすぐ後ろに立っていた。そして照明が一瞬だけついた。濡れたスーツ、首のあたりから土のような泥が垂れ、顔はうつむいたまま髪だけがゆっくり揺れている。男は腕を伸ばし、俺の肩に触れようとしていた。その手は白く、ふやけ、爪だけ黒く変色していた。返せ。返せ。声がエレベーター中に響いた。名札を拾った俺が
まるで持ち主と認識されたように。エレベーターが3階に到着し、扉が開いた瞬間、俺は名札を廊下へ投げ、転がるように外へ飛び出した。扉が閉まる刹那、男は名札を拾うようにゆっくりと手を伸ばし、そのままエレベーターの奥へ沈むように消えていった。エレベーターは1階へ向かいながら照明を点滅させ続けた。そして翌日管理会社に聞いたところ、名札の人物はエレベーター内で倒れて帰らぬ人になった元管理員だったという。名札だけ見つからず、以来エレベーターが勝手に3階へ止まるようになったらしい。名札の持ち主はずっと自分の身元を探していた。そして今も遅い時間に乗る誰かの背後で静かに立っている。1週間前の話、娘を連れてドライブに行った。なんてことない山道を進んでいって、途中のドライブインで飯を食って、で、娘を脅かそうと思って、舗装されていない脇道に入り込んだんだ。娘の静止が逆に面白くって、どんどん進んでいったんだ。そしたら急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから、娘と途方に暮れてしまったんだ。飯を食ったドライブインも歩いたら何時間かかるか。で、しょうがないからその日は車中泊して、次の日朝から歩いてドライブインに行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでいるうちに夜になった。夜の山って何も音がしないのな。たまに風が吹いて木がざわざわ言うくらいで。で、どんどん時間が過ぎてって、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るか、と思って目を閉じてたら何か聞こえてきたんだ。今思い出しても気持ちが悪い。声だか音だかわからん感じで。天、そう、滅って何度も繰り返しているんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいている気がしてたまらなくなって目を開けたんだ。そしたら白いのっぺりとした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えたんだ。形はウルトラマンのジャミラみたいな頭がないシルエットで足は一本に見えた。そいつが例えるならケンケンをしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体全体をぶれさせながら向かってきている。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになったけれど、なぜかその時は隣で寝ている娘が起きないようにって変なところに気が回って、叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間も、天、そう、滅って音がずっと聞こえてた。しばらくすると音が遠ざかっていって、後ろを振り返ってそいつの姿が見えなかったから、俺はほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいたんだ。近くで見たら、頭がないと思っていたのに、胸のあたりに顔がついている。思い出したくもない恐ろしい顔で、ニタニタ笑ってるんだ。娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端そいつは消えて、娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って、娘に謝ろうと思ったら、娘が、入れた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 、って、ブツブツと言っているんだ。これはやばいと思って、なんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。俺は急いで来た道を戻っていった。
だけど娘は隣でまだつぶやいている。俺は早く人がいるところに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心したが、娘のつぶやきが入れた、入れた、入れたから天、そう、滅にいつの間にか変わっていて、顔も娘の感じじゃないみたいになってた。家に帰るにも娘がこんな状態じゃって思って目についた寺に駆け込んだんだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでるところには明かりがついていて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて娘を見るなり、俺に向かって何をやったって言ってきた。俺は山に入って変な奴を見たことを言うと、残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうが、と言いながらお経を上げて、娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まってけというので、娘が心配だったこともあって、俺は止めてもらうことにした。住職が言っていたんだが、娘は山の毛に取りつかれたらしく、49日経ってもこの状態が続くなら、一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないようにと娘を預かって、なんとか山の毛を追い出す努力はしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話をして、なんとか信じてもらった。あのまま家に帰っていたら、住職が言うには、妻にも山の毛がついてしまっただろうと。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは妻にも娘にも会えないらしい。1週間経ったが、娘はまだ住職のところにいる。毎日様子を見に行っているが、もう娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って、何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。妻からは随分責められました。なぜ山に連れて行ったのか、なぜ悪ふざけをして山奥まで車を走らせたのか、なぜ車を出て人里まで降りていかなかったのか、などです。私は何も言えませんでした。当然です。私が行動と選択をすべて誤っていたことが娘をおかしくした原因なのですから。ただ、特別な力があるかどうかもわからない住職に娘を任せるより、病院に連れて行って見てもらった方がいいという妻の強い願望については、私は了承することができませんでした。私が実際にこの目で見た山の毛という化け物は確かに存在しており、娘がおかしくなったのも山の毛のせいであるという確信があったからです。住職も娘を一目見るなり、何かに取りつかれているということを察知していて、なおかつ山の毛の存在も認知していたため、信頼がおけると私は思っていました。ですから、病院に連れて行くなどしても無駄。適当な病名をつけられて終わりだという思いと、病院に連れて行く場合は妻も当然つきそうでしょうから、妻にも山の毛がつくという事態だけは避けなければならない。という私の判断で娘を寺に預け続けました。そして山の毛に取りつかれた日から40日ほどが経過した3月の中旬頃、住職から連絡がありました。山の毛を追い出すだと。私は大喜びで娘を迎えに行きました。住職に連れてこられて私の前に歩いてきた娘は、あの気味の悪い笑顔は消え、私が知っているいつもの可愛い笑顔で私にしがみついてきました。根気よく除霊の度胸をし、心配してよく来てくれるお父さんと家で帰りを待っているお母さんのために山の毛に打ち勝ちなさいというような言葉をかけ続けた結果、なんとか山の毛は出て行ったようだと住職は言いました。ただ40日も取りつかれていたから、おそらく頭がぼんやりとしていて、言葉を発するのも少し時間はかかるだろうという住職の話の通り、娘は無言で微笑んでいました。私はともかく娘が正気に戻ったことが嬉しくて、
一刻も早く妻とも再会させたい、喜びを分かち合いたいと思い、娘を家まで連れて帰りました。出迎えた妻も娘の顔を見るなり嬉しさのあまり泣き出し、娘を抱きしめました。私も抱き合う二人の肩に手を乗せ、すべてが終わったと安堵しました。すると娘が妻の耳元で何かを囁いていました。住職からは娘がまだうまく話せないということを聞いていた私は、不思議に思いながら何を話しているのか耳を傾けました。天、相、滅。それを聞いた私の全身から血の気がさーっと引いていきました。追い出すでなんかいなかったんです。山の毛は娘の中に隠れていただけだったのです。住職が家でお母さんが待っていると繰り返し話したことで、山の毛は娘以外に取り付くチャンスを狙っていたんです。妻の体がビクンと硬直し、私の方をゆっくりと向きました。無表情だった妻の顔が歪んで、娘と同じように気味の悪い笑みを浮かべていました。そして、入れた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 、と妻と娘が同時に声を上げました。二人とも両目が外側を向いて涙を流しながら笑っていました。そして恐怖のあまり後ずさった私にゆっくりと近づいてきました。その後のことは覚えていません。気づいたとき私の足元には血まみれの妻と娘が倒れていました。そして私の手には真っ赤に染まった包丁が固く握られていました。慌てて包丁を手から離そうとしましたが、筋肉が硬直し、全く指が動かなかったことだけを鮮明に覚えています。その後私は妻子を殺した罪で逮捕され、懲役22年の判決を受けました。化け物が妻と娘に憑依して襲いかかってきたという私の取り調べの際の主張が、私の心神耗弱を裏付けるものとして弁護側に利用され、懲役30年の求刑が減刑された結果でした。刑務所内で私は反省と自問を繰り返しました。妻の言う通り病院へ連れて行っていればこんなことにならなかったのでは。妻にも取り付いてしまうことを避けたはずが、なぜこうなってしまったのか。答えの出ない自己反省を続ける私の姿が刑務所側には心象よく映ったためか、刑期を満了する22年を待たず、私は17年で仮出所することになりました。そして仮出所した今、私は久しぶりにネットに書き込むことができています。出所して以降、17年の時を埋めるように、私はネットの知識を詰め込みました。X、YouTube、Instagram、TikTok、5ちゃん。そして私が書いた体験が世の中に山の毛という怪談話として認知されていることも知りました。ネットを通じて山の毛を知った当時の若者が親となり、子供へと伝えていることも知りました。私も本来ならそういった方々と同様に別世界の話としてネット怪談を楽しみ、子供にも面白おかしく伝えたりしながら幸せに生きていけるはずでした。ですがそれはもう叶いません。どうして私たち家族だけがこんな思いをしなければならないのでしょうか。それを考えたとき、私はあることを思いつきました。それは皆さんにも同じ思いをしてほしいということです。私たちだけが不幸になって、それを知らずに皆さんが山の毛を単なる怪談として面白がっている。それは不公平ですよね。幸いなことに山の毛は様々なクリエイターの方々によって漫画や小説、動画などで取り上げていただき、最近ではヒット曲にもなりました。つまりもう皆さんは山の毛がどういうもので取り憑かれたらどうなるのかご存知のはずです。私は YouTube チャンネルを開設し、並行して X のアカウントも作り、山の毛を自らの体験談ではなく創作物として発信しました。その結果、
多くの反響をいただき、幸いなことにそのほとんどが好意的なものでした。おかげさまでフォロワーも増え、さらにたくさんの方々に山の毛は知られています。準備は整いました。今もこうしてパソコンに向かっている私の後ろでは、私が殺してしまったはずの妻と娘が、あの気味の悪い笑顔を浮かべながら、私の心に語りかけてきます。もっと入りたい、もっと入りたい、と。せっかく山の毛を知っていただいて、楽しんでいたところ申し訳ないのですが、楽しいのはここまでです。これを聞いている、読んでいる方々に、私たち家族と同じ思いをしていただきます。昔流行った自己責任系のようなものです。妻と娘の無念と山の毛の欲望をネットに載せて皆さんに送ります。スマホを切っても無駄です。もうここまで聞いてしまったのですから。俺高橋って言います。これは前の会社にいた頃の話です。俺は仕事の付き合いでよくスナックに行ってました。駅前の細い路地にある小さい店です。名前はスナックユキ。その店によく連れて行ってくれたのが取引先の山本さんでした。山本さんはその店の常連で、店に入るとママが何も言わなくても酒を出すくらい仲のいい客でした。俺は何度かその山本さんと店に行きました。たまに同僚の佐藤も一緒でした。店はカウンターだけで広くもないのに妙に落ち着くような場所でした。ママも話しやすい人で、最初はただの感じのいい店だと思っていたんです。でも何度か通ううちに少しだけ引っかかることがありました。その店はやたらと保険の話になるんです。病気の話をしても最後は保険。事故の話をしても最後は保険。家族の話になってもやっぱり保険。そしてママがよく言っていました。人間、いつ何があるかわからないからちゃんと入っといた方がいいって。それだけなら別に変じゃないんです。年齢的にもそういう話をする人はいますし。でも、あの店は少ししつこかった。ただ保険に入れっていう話ではなくて、受取人をどうするかって話までよくしていたんです。受取人は大事。ちゃんと考えた方がいい。後で揉めるから。ママはよくそんなことを言っていました。山本さんはその度に笑っていました。でもある日、保険に入ったって言ったんです。その時のママの顔、なんかよく覚えているんですよね。すごく嬉しそうでした。本当に自分のことみたいに喜んでいたんですよ。それから少しして、山本さんは受取人を変えたって言ってました。理由はよくわかりません。まあ、いろいろあってさ、って笑ってたんですけど、その話を聞いた時だけ、なぜか佐藤が黙っていたのを覚えてます。俺はその時、少し変だな、と思いました。でもまさか、そこに意味があるとは思いませんでした。それからしばらくして、山本さんは事故で亡くなりました。夜車で帰る途中の事故だったそうです。その話を聞いたとき、最初は本当にただの事故だと思ってました。でも一つだけ引っかかったことがありました。事故があったその夜、俺その店にいたんですよ。店にいたのは、俺と佐藤とママ。山本さんも来るはずだってママは言ってました。今日は遅れてくるはず、そう聞いていたんです。でも結局山本さんは来なかった。その次の日に帰り道で事故に遭って死んだって聞きました。その時は本当にただの偶然だと思ってたんです。でも今思うと、あの夜から少しおかしかった。
ママは山本さんが来ないことをあまり心配していなかったんです。それどころか、どこか最初から知っていたみたいな顔をしてました。その違和感に気づいたのはもう少し後でした。店の壁に貼ってあった写真を見たときです。店の壁には写真が何枚も貼ってありました。店の前で並んで撮った写真とか、誕生日みたいな写真とか、いかにも常連の店って感じで、最初は何も気にしていませんでした。でもある時気づいたんです。写真の端に小さい赤い印がついている写真が何枚かあることに。ペンでちょんってつけたみたいな小さい赤い丸でした。前に来た時は気づかなかったのに、その日はなぜかそれが目に入ったんです。俺が写真を見てたら、ママが後ろから来て、懐かしいでしょって言いました。俺が赤い印のことを聞くと、ママは普通にこう言いました。その人たち、もう来れない人なのよ、って。事故とか病気とかそういうので亡くなっちゃった人。ママは大したことじゃないみたいに言いました。俺はその時、山本さんのことを思い出しました。そう思えばあの人もこの写真のどこかに写ってたなと思って壁をよく見てみたんです。少し端の方に山本さんが写っている写真がありました。その写真にも赤い丸がついていました。その瞬間、ちょっと嫌な感じがしました。ただ亡くなった人の写真に印をつけているだけで、それだけのことかもしれないんですけど、なんでそんなことをするんだろうって思ったんです。その日の帰り道、俺は佐藤にその話をしました。佐藤は少し黙ってから、気づいたのかって言いました。その言い方が気になって、俺は詳しく聞いてみることにしました。すると佐藤は、あんまり大きい声では言えないけど、と前置きをして、こんなことを言いました。あの店に来てる常連、保険に入る人が多いんだって。ママの知り合いに保険屋がいて、店で仲良くなった人に紹介してるらしいって。そこまではまあよくある話だと思いました。でも佐藤はその後、少し変なことを言いました。保険に入った後、受取人を変える人がいるって。しかもそれが家族ではないことがあるって。誰に変えてるのかまでは、その時佐藤は言いませんでした。ただこう言いました。山本さんも変えていたらしい。俺はその時初めて、少し怖いなって思いました。山本さんも保険に入って、受取人を変えて、その後事故で亡くなっているんです。偶然にしては何かできすぎている気がしました。でもまだその時はただの考えすぎだと思おうとしてました。事故なんて毎日どこかで起きているし、たまたま重なっただけかもしれない。そう思おうとしていたんです。でもその考えが変わったのは次にあの店に行った時でした。カウンターに座るとママが俺の顔を見てこう言ったんです。高橋さん、保険入ってる？その時の俺、なんでそんなことを聞くんだろうって思いながら、まだ入ってないって答えました。そしたらママがすぐに言いました。知り合いにいい人がいるから紹介してあげるって。その時の俺は壁の写真の赤い丸を思い出して、なんとなく嫌な感じがしたんです。その時カウンターの上に写真が一枚置いてあるのに気づきました。それは新しく撮った写真みたいでした。そこに写っていたのはママと俺と佐藤でした。ママはその写真を見ながらこう言ったんです。ちゃんと貼っておかないとね。その言い方がなぜかすごく気持ち悪かったんです。その写真がカウンターに置いてあった日から、なんとなくあの店に行くのが嫌になりました。
でも仕事の付き合いもあって、しばらくしてまた佐藤と二人で店に行ったんです。店に入るといつも通りママがいて、いつも通りの席に座りました。でも壁を見た瞬間、少しだけゾッとしました。この前カウンターに置いてあった写真、俺と佐藤とママが写っている写真、それがもう壁に貼ってあったんです。他の常連の写真と同じように、何枚も並んでいる写真の中に俺たちの写真も混ざっていました。俺はその写真を見ながら、なんとなくママに聞きました。あの赤い印って、亡くなった人の印なんですかって。ママは隠す様子もなく、普通に、そうよ、って言いました。来なくなった人を忘れないようにしているの、って。忘れないようにって言いながら、ママは笑ってました。俺はその時前から気になっていたことを聞いてみました。山本さんの保険の受取人、誰だったんですかって。ママは少しだけ黙ってから普通の声で言いました。私だよ、って。その瞬間頭が真っ白になりました。なんでそんなことになるんですかって聞いたら、ママはこう言いました。身寄りがない人だったから私が頼まれたのよ、って。でもその言い方がどうしても用意していた答えみたいに聞こえたんです。横で黙っていた佐藤が小さな声で言いました。山本さんだけじゃないんだ。俺は佐藤の方を見ました。佐藤は壁の写真を見ながら言いました。赤い印がついている人、みんなほとんどそうらしい。保険に入って受取人を変えて、その後事故で亡くなってるって。俺は何も言えませんでした。だけどママは否定しませんでした。ただカウンターの中でグラスを拭きながら静かにこう言いました。人間、いつ死ぬかわからないのよ。だから先に約束しておくだけよ。って。その時ママが壁の写真を指でなぞりながらこう言ったんです。順番にね。って。俺は意味がわからなくて、順番って何ですかって聞きました。ママは少し笑って、保険に入った順番、受取人を変えた順番。だから、次が誰かちゃんとわかるのよ、って。俺は壁を見ました。赤い印がついている写真がいくつもあって、その中に山本さんの写真もあって、そしてその並びの一番端に、最近貼られた俺と佐藤の写真がありました。その写真には、まだ赤い印はついていませんでした。ママは俺の方を見て、静かに言いました。保険入るなら、早い方がいいわよ。いい知り合い、紹介してあげるから。俺はその時やっと分かったんです。山本さんが亡くなった理由。あの店が保険の話ばっかりしていた理由。あの店は保険に入らせて、受取人を自分に変えさせて、順番に死なせているんです。俺は怖くなってその日を最後に、あの店にはもう行っていません。でも最後に見たんです。店を出るとき、ママが壁の写真を見て、俺と佐藤の写真の位置を少しだけ前に動かしていました。順番を入れ替えていたんだと思います。あれは3年前の話だ。俺は友人3人と一緒に中古のキャンピングカーで旅行に出た。車を買ったのは健一で、30歳の記念に思い切って買ったらしい。白い大きな車で、後ろにベッドと小さな流し台がついていた。最初の2日間は何もおかしなことは起きなかった。昼は観光して、夜は道の駅に車を止めて、
そのまま車の中で寝る。キャンピングカーの中は思ったよりも広くて、大人4人でもなんとか寝られた。3日目の夜、山の中の道の駅に車を止めた。周りは林に囲まれていて、街灯が少なく、夜になるとほとんど何も見えなくなるような、そんな場所だった。その場所に着いたとき、なぜかわからないけれど、あまりいい感じがしなかった。妙に静かだったのを覚えている。風の音も虫の声もほとんど聞こえなかった。その日は疲れていて、日付が変わる前には全員寝てしまった。後ろのベッドに2人、前のシートを倒して2人。俺は後ろのベッドで寝ていた。夜中ふと目が覚めた。最初は理由がわからなかったけれど、すぐに気づいた。車が揺れていたんだ。細かい振動がずっと続いていた。ガタガタガタという揺れと一緒に低い音が聞こえた。それはエンジンの音だった。目を開けたまま俺はしばらく動けなかった。頭が状況を理解するのには時間がかかった。全員寝ているはずなのにエンジンがかかっている。つまり誰かが運転しているんだ。体を起こして前を見た。薄暗い車内で前のシートに寝ている2人の影が見えた。動いてはいなかった。その向こう、運転席に人影があった。知らない人間だった。背中しか見えなかったけれど、少なくとも友人の誰でもなかった。肩の細い小柄な人間だった。その人は慣れているみたいに静かにハンドルを握っていた。そして山道をゆっくりと曲がっていった。声を出そうとしたけれど、声が出なかった。体もしばらく動かなかった。やがて車は止まり、エンジンが切れた。急に周りがしんと静かになった。気づいたら他の3人も起きていた。誰も何も言わなかったけれど、全員自分たちが変な場所にいることは分かっていた。外に出ると、そこは山の中の細い道路の脇だった。街灯が1本だけ立っていて、その下に車が止まっていた。道路の端に古いガードレールがあった。その向こうは真っ暗で下が見えなかった。ガードレールには古い看板がついていた。この先、事故多発につき注意。看板の下には白い花がいくつも置かれていた。新しい花もあった。その場所を見たとき、初めて来たはずなのに変な感じがした。まるで来たことがあるような気がしたんだ。車に戻ろうとしたとき、後ろの方で音がした。コツンと小さな音だった。キャンピングカーの後ろ、ベッドの下の収納のあたりから何かが聞こえた気がした。だけど気のせいかと思って車に乗り込もうとしたとき、もう一度鳴った。コツン。今度ははっきりと聞こえた。まるで内側から叩いたみたいな音だった。その時俺はなぜかわからないけれど、この車は夜になるとまた動く、そんな気がしたんだ。そしてその予感は外れることはなかった。次の日の朝、俺たちはほとんど会話をしなかった。誰もはっきりとは言わなかったけれど、全員同じことを考えていたと思う。昨日の夜、あの車を運転していたのは誰だったのか、ということだ。俺と健一は運転席に人が座っているのを見ている。でも、亮と匠は前のシートで寝ていた。つまり、あの車の中に俺たち以外の誰かがいたことになる。そんなはずはない、と頭では分かっているのに、昨夜の見た背中のことを思い出すと、どうしても気のせいだとは思えなかった。朝コンビニの駐車場で、
車についていたドライブレコーダーの映像を確認することになった。この車は中古で買ったもので、前後にドラレコがついていた。夜の映像を再生していくと、午前2時過ぎ、映像が一瞬だけ乱れた。その直後、止まっていたはずの車が動き出したんだ。山道を走る映像が続いていた。ハンドル操作は不自然なところがなく、迷いもなく、同じ道を何度も走ったことがある人みたいな運転だった。午前2時41分、車はあの街灯のある場所で止まった。そこで、後ろのカメラに人が映った。それは白い服を着た女だった。歩いているというより、地面の上を滑るみたいに動いていた。車の後ろまで来ると、カメラを下から覗き込むみたいにゆっくりと顔を上げた。髪が濡れていて顔に張り付いていた。だけど目のところだけが黒く見えた。その女が映る少し前の映像を止めてみると、車が動き出す前からもう車のすぐ後ろに立っているのが分かった。俺たちが寝ている間、ずっとそこに立っていたみたいだった。映像を記録一覧に戻したとき、健一が変なことに気づいた。保存されている映像の一番上に、まだ来てないはずの明日の日付のファイルがあった。壊れているのかと思ったけれど、その映像は再生できた。夜の山道で車が止まっている映像だった。しばらくすると、運転席のドアが開いて、誰かが降りてきた。それは俺だった。黒いパーカーと灰色のスウェット。その日、俺が着ていた服と同じだった。映像の中の俺は、ふらふらした足取りで車の後ろに回ってきて、カメラの前で止まった。そして、カメラを見上げて口を動かした。音はほとんど聞こえなかったけれど、何度か再生して言葉だけは分かった。まだ一つ足りない。その後、俺は暗い林の方へと歩いていった。少しして、ガードレールがきしむ音がして映像は終わった。そこまで見て、俺は急に変なことを思い出した。この車で寝る場所を決めた時のことだ。後ろのベッドは2人しか寝れないから、誰が後ろで誰が前かを決めた。じゃんけんをして、後ろが俺と健一、前が亮と匠になった。そこまでははっきりと覚えている。でも、その時のことを思い出しているうちに、どうしてもおかしな感じがしてきた。最初、ベッドのところに座って4人で酒を飲んでいたんだ。その光景も覚えている。でも、どうしても引っかかるんだ。あの狭いベッドのところにもう一人いた気がする。だけど誰だったのか顔が思い出せない。声も思い出せない。でも確かにもう一人いて、5人で座っていた気がする。それを思い出した瞬間、後ろの方で音がした。コツンと、ベッドの下の収納の方からだった。そしてしばらくして、もう一度鳴った。今度ははっきりと内側から叩く音だった。その音を聞いたとき、俺はなぜかドラレコの映像の中の言葉を思い出していた。まだ一つ足りない。その言葉が頭の中で何度も繰り返されていた。その日の夜、俺はほとんど眠れなかった。全員昨日と同じ車の中で寝ることになった。本当はもう車を降りて帰りたかったけれど、山の中で車を置いて帰るわけにもいかなかった。電気を消して横になって目を閉じても、また夜中に車が動くんじゃないかと思うと眠った気がしなかった。どれくらい時間が経ったのかわからないけれど、ふとあの振動が体に伝わってきた。ガタガタガタという細かい揺れ、低いエンジンの音。やっぱりだ
と思った。目を開けたけれど体を起こすのが怖くて、しばらくそのままでいた。でも、やがて車が右に曲がる感覚がして、ゆっくりと体を起こして前を見た。運転席には、やっぱり誰か座っていた。暗くて顔は見えない。でも、前の日に見た背中と同じだったんだ。肩の細い小柄な人間。車は山道をゆっくりと走っていった。カーブを曲がるたびに窓の外にガードレールが見えた。そしてしばらくして車は止まった。またあの場所だと分かった。街灯が一本だけ立っている場所。エンジンが止まって静かになった。その時頭の中に急に思い出が浮かんできた。この車を受け取った日のことだった。中古車屋の駐車場で俺たちはこの車の前で写真を撮った。通りかかった人に頼んで4人で並んで写真を撮ってもらったんだ。だけど写真を撮り終わった後、その人が言った。いいですね、そのキャンピングカー。深く帽子をかぶった人だった。男か女かわからないような静かな人だったんだ。こういうので旅行してみたかったな。するとその時、誰かが冗談で言った。じゃあ、一緒に行きますか？みんな笑っていたと思う。そしてその人は少し黙ってから、本当にいいんですか？と静かに言った。そこで記憶が途切れているんだ。でもさっき思い出した。俺たち、あの人を車に乗せたんだ。冗談のつもりだったのか、本気だったのかはわからない。でもあの人は後ろのベッドのところに座って、俺たちと一緒に酒を飲んでいた。だけど、顔が思い出せない。声も思い出せない。でも、そこに座っていた光景だけは思い出せた。車の外でガードレールがきしむ音がした。その音を聞いた瞬間、俺は分かってしまった。ドライブレコーダーの映像の中で俺が言っていた言葉。まだ一つ足りない。あの事故の記事を昼間に健一のスマホで見ていた。3年前にここでキャンピングカーが崖下に落ちて5人亡くなった事故。そして遺体の1人は後ろの収納から見つかったと書いてあった。5人。でも俺たちは4人だと思っていた。そして後ろで音がした。コツン、コツンとベッドの下の収納の中からだった。俺はその時、なぜか怖いというより、やっとわかったという気持ちの方が強かった。この車は毎晩ここに来る。事故のあった時間に同じ道を通って同じ場所に止まる。そして5人にしようとしている。コツン、コツン。そして収納の中から小さな声がした。まだ一人足りないよ。その時に気づいた。足りない一人ってあの人じゃない。俺なんだ。なぜそう思ったのかはわからない。でも思った瞬間、体が勝手に動いた。ドアを開けて外に出る。夜の山は静かだった。街灯の光の下に白い花が並んでいる。ガードレールの向こうは真っ暗だった。そして後ろで車のドアが閉まる音がした。振り返るとキャンピングカーの中に人影が見えた。運転席に一人、後ろのベッドに二人、収納のあたりに一人。ちょうど5人になる。そしてエンジンがかかった。車はゆっくりと動き出して、俺を残して暗い道の方へと走っていった。その時不思議なことを思った。ああ、これで人数があった、と思ったんだ。
それからしばらくしてニュースで事故を知った。鳴沢峠の旧道でキャンピングカーが崖に落ちた事故。乗っていたのは5人。そのニュースを見たとき、どうしてかわからないけれど、懐かしい場所のことを思い出すみたいな気持ちになった。そしてこう思った。また、誰か乗せなきゃいけないな、と。これは俺がまだ20代の頃の話だ。今でもあの道の前を通ることができない。思い出すと、あの時の匂いまで蘇る。濡れた土の匂いと古い油みたいな匂いだ。あの日俺たちはキャンプに行く途中だった。メンバーは4人。俺と大学の友人の健太の彼女のまゆ、それから俺の妹の美咲。美咲はこういうのが初めてで、やけにテンションが高かった。星、めっちゃ見えるらしいよ。流れ星見えたら、お願い事どうする？車の後ろでずっとそんな話をしていた。山に入ったのは夕方だった。その時妙なことがあった。山の入り口に小さな売店みたいな建物があって、その前に地元のおじさんが立っていた。おじさんは俺たちの車を見ると近づいてきた。兄ちゃんたち、上に行くのか？健太が、はい、キャンプ場です。と答えると、おじさんは少し黙ってからこう言った。霧が出たら夜は走らん方がいいぞ。この山はな、道が変わる。冗談みたいな言い方だった。でも、おじさんは笑っていなかった。いや、一本道だから迷わないですよ。そう言うとおじさんは、はっきり首を横に振った。迷うんじゃない。戻ってこれなくなるんだ。その言い方が妙に気持ち悪くて、車に戻ってからもしばらく頭に残っていた。キャンプ場に着いた頃にはもう暗くなっていた。夜の山は思ったよりずっと暗い。音が多かった。虫の声、風の音、木が揺れる音。でも夜の9時を過ぎた頃、急に音が減った。いきなり、シンとした。その代わりにカラスの鳴き声が聞こえ始めた。夜なのにカラスが鳴いていたんだ。しかも1羽だけじゃない。何羽も何羽も。まゆが言った。ねえ、なんか鳴き方変じゃない？確かに普通のカラスの鳴き方ではなかった。鳴いているというより笑っているみたいな声だった。その夜、美咲が気分が悪いと言い出した。熱はないのに吐き気がするという。ごめん、車で寝てる。そう言って車に戻った。そしてしばらくして様子を見に行った健太が変なことを言った。なあ、さっきさ、このキャンプ場来る途中にドライブインあったよな。俺はそんなものを見た覚えがなかった。いや、なかったと思うけど。いや、あったって。桐原ドライブインって看板。まゆも、あ、なんか古い看板あったかも、と言い出した。でも俺はどうしても思い出せなかった。結局、美咲の体調もあるし、その日の夜のうちに山を降りることになった。あの時、やめておけばよかったんだ。山道に入って10分くらい走った頃だった。急に霧が出た。本当に急だった。さっきまで普通に見えていた道がいきなり白くなったんだ。ヘッドライトをつけても前がほとんど見えない。
ちょっと、やばくないかこれ。健太の声が少しこわばっていた。スピードを落としてゆっくりと走る。ガードレールがぼんやり白く浮かんで見えた。その時美咲が後ろで言った。ねえ、さっきから同じところ走ってない？俺は否定しようとしてできなかった。カーブミラー、曲がった木、潰れたガードレール。さっきも見た。ナビを見ると現在地のマークが道の上じゃないところにあった。山の中の何もないところを指していた。その時だった。霧の中に光が見えた。黄色いぼんやりとした光。近づくと建物だった。横に長い古い建物。看板が出ていた。ドライブイン桐原。健太が小さく言った。やっぱりあった。駐車場に入るとやけに広かった。でも車は一台も止まっていなかった。エンジンを切った瞬間、妙なことに気づいた。カラスの声も虫の声も風の音も何も聞こえなかった。音が何もなかったんだ。まゆが小さな声で言った。ここ、やめない？俺もそう思った。でも、美咲がかなりしんどそうで、少し休ませよう、ということになった。入り口は古いガラス戸だった。すりガラスで中がよく見えない。ドアを開けると、カランと鈴の音が鳴った。その音だけがやけに大きく響いた。店の中は思ったより広かった。古い食堂みたいだった。壁には色あせたメニュー、天井の少し暗い蛍光と、誰もいないテーブル席。でも奥のカウンターに一人だけ女が立っていた。長い髪で顔がよく見えなかった。女はゆっくりと頭を下げて言った。いらっしゃいませ。その声を聞いたとき、なぜか少しだけ安心した。人がいた、と思った。でもその後すぐに変なことに気づいた。店の中の壁に大きな鏡があった。そこには俺たち4人が映っていた。でも鏡の中の俺たちの後ろにもう一人知らない男が立っていたんだ。俺は思わず振り返った。でも後ろには誰もいなかった。もう一度鏡を見る。やっぱりいる。俺たち4人の少し後ろ、黒い服を着た男がうつむいて立っていた。なあ、あの鏡。そう言いかけたとき、カウンターの女が言った。お食事にしますか？その声でみんな鏡から目を離した。今思えば、あの時もう一度ちゃんと見ておけばよかった。俺たちは適当にラーメンや定食を頼んだ。美咲は座ったままぐったりとしていた。店の中は静かだった。静かすぎた。厨房から音がほとんど聞こえない。包丁の音も鍋の音もしない。なのにしばらくすると料理が運ばれてきた。ラーメンの湯気が白く揺れていた。その湯気が妙に重く見えた。煙ではなくて霧みたいだった。健太が小さな声で言う。なあ、この店さ。そこまで言って黙った。視線の先を見ると、いつの間にか店の奥のテーブルに人が座っていた。入ってくるところなんて誰も見ていない。男が一人、女が一人、奥の席に黙って座っていた。二人とも食事はしていなかった。ただ座っているだけだった。しばらくして
男の方がゆっくりとこっちを向いた。その顔を見て、健太が息を飲んだ。え？男の顔が健太にそっくりだったんだ。髪型も、服も、顔も。でも何かがおかしかった。目だった。瞬きを全くしていなかったんだ。ずっと目を開けたまま、健太の方を見ていた。すると眉が震えた声で言った。ねえ、帰ろうよ。もう俺も無理だと思った。ラーメンにも誰も手をつけていなかった。席を立って出口へと向かう。ガラス戸に手をかけて、その時に気づいた。外の駐車場に車が増えていたんだ。俺たちの車の後ろに車が一台止まっていた。それは古いセダンだった。だけど、やけに古い型だった。さっき、あんな車あったっけ？誰も答えなかった。その時店の奥から椅子が動く音がした。さっきの健太にそっくりな男が立ち上がっていたんだ。ゆっくりこっちに歩いてくる。コツコツと靴の音が鳴る。健太が小さな声で言った。俺、あいつ知ってる。いや、知ってるっていうか、見たことがある。男は健太のすぐ前まで来て止まった。そしてゆっくりと口を開いた。やっと来た。そう言ったんだ。健太が後ろに下がる。いや、何言ってんだよ。男は少しだけ笑った。霧、出てただろ。だから来れたんだ。意味がわからなかった。だけど男は次にこう言った。次は、お前があっちに立つ番だ。その言葉を聞いた瞬間、入り口のドアがガタッとなった。全員そっちを見る。すりガラスの向こうに人の影が並んでいた。一人じゃなかった。何人もいた。5人、6人。いや、もっといたかもしれない。みんなドアのすぐ向こうに立って中を覗いていた。その影の中にもう一人健太がいた。外にいる健太はドアを叩いていた。開けろ。声が聞こえた。外の健太が叫んでいる。俺を中に入れろ。店の中の健太が真っ青な顔で外の自分を見ていた。その時カウンターの女が静かに言った。順番がありますから。店の中にいる全員が一斉にその女の方を見た。すると女はゆっくりと続ける。霧の日にここに来た人は帰れませんよ。外にいる人が一人入ると、中にいる人が一人外に出ますから。誰も何も言えなかった。だが女は最後にこう言った。だから席が決まっているんです。気づくと店のテーブルの上に札が置いてあった。一番奥の席に小さな札があった。そこにこう書いてあった。健太様。店の一番奥の席に健太様と書かれた札が置いてあった。健太はそれを見たまま動かなかった。顔色がさっきからずっと白かった。外ではもう一人の健太がドアを叩き続けていた。開けろよ。寒いんだよ。早く入れてくれ。ガラス戸が揺れていた。でも誰も動けなかった。するとカウンターの女が静かに言う。座ってください。健太は首を横に振った。
嫌だ。俺は帰る。そう言ってドアに向かって歩いた。すると外の健太が嬉しそうに笑った。ガラス越しにはっきりと見えた。外の健太は笑っていたんだ。口が裂けるみたいに大きく。健太がドアに手をかけた瞬間、店の奥にいたもう一人の健太が言った。開けるな。声は小さかった。でもはっきりと聞こえた。開けたらお前が外に立つ。健太の手が止まった。奥にいる健太がゆっくりと言った。俺はお前だよ。去年ここに来たんだ。店の空気が急に冷たくなった気がした。奥の健太はゆっくりと話し始める。大学の帰り、霧が出てさ、この店に入ったんだ。俺たち4人だった。そこで奥の健太は俺の方を見た。涼介、お前もいた。心臓がドクンとなった。でも帰れたのは3人だけだったんだ。1人残った。そう、それが今の俺だ。頭の中がぐちゃぐちゃになった。眉が震えながら言う。じゃあ、外にいる人って。奥の健太がうなずいた。次に入る人。入ったら誰かが外に行くんだ。外に出たやつは霧の中をずっと歩く。次の霧の日までずっとだ。その時後ろで椅子が動く音がした。振り向くとカウンターの女がこっちを見ていた。さっきまで髪で隠れていた顔が見えていた。顔の半分が黒かった。焼けたみたいにただれていたんだ。そして歯だけがやけに白かった。女は笑っていた。席が空きましたから。いつの間にか奥の席に座っていた前の健太がいなくなっていた。代わりに入り口の外に影が一つ増えていた。外にいる影は5つになっていた。そのうちの一つがガラスに顔を押し付けて中を見ていた。それはさっきまで奥の席にいた健太だった。じゃあ、次は。女がゆっくり店の中を見渡した。そして、俺の方を見た。次は、あなたです。背中が凍った。嘘だろ。俺、何もしてないよ。女は首をかしげた。霧の日に、ここに来ましたよね。それで十分です。外を見ると、俺の車の後ろに車が何台も並んでいた。古い車、錆びた車、窓の内側から誰かが叩いた手の跡。その中に見覚えのある車があった。俺の車と同じ車だったんだ。もちろんナンバーも同じだった。その車の運転席に誰かが座っていた。でもよく見ると、それは俺だった。そして外の俺がこっちを見ていた。そして口の形でこう言った。やっと交代だ。その瞬間、店の中の照明が一瞬消えた。真っ暗になって、次に電気がついたとき、俺は店の外に立っていた。霧の中だった。目の前にはドライブインがあった。すりガラスの向こうに人影が見えた。その中には俺がいた。店の中の俺が椅子に座ってうつむいていたんだ。俺は動けなかった。ドアを叩こうとした。でも体が動かなかった。足が勝手に後ろに下がる。霧の中に
道が続いていた。歩きたくはなかった。でも、体が勝手に歩いたんだ。俺は霧の中をずっと歩いた。どれくらい歩いたのかはわからない。だけど気がついたら朝になっていた。俺は山の入り口のところに立っていた。あの最初に会ったおじさんの売店の前だった。おじさんは俺の顔を見ると何も驚かなかった。ただこう言った。戻ってこれたのか？俺は震えながら聞いた。あそこって何なんですか？おじさんは少し黙ってから、霧の日だけな、帰れんかったやつが休んどる場所だ。次に来たやつと交代するためのな。それから何年も経った。でも今でも霧の日になると思い出す。あのドライブインの前を通るとき、たまに見えるんだ。霧の中に古い建物が見える。駐車場に車が止まっている。入り口の前に何人か立っている。その中には俺がいるんだ。ドアを叩いている。中に入れてくれって、ずっと。同窓会の案内が届いたのは10月の終わりだった。灰色の封筒で差出人の名前は書いていなかった。中には同窓会の案内と出席者名簿、それから集合写真のコピーが入っていた。その集合写真は20年前の卒業式の日に撮った写真だった。うわぁ、懐かしいなぁ、と思って何気なくその写真を見ていたとき、少しだけ違和感がありました。でもその時は何がおかしいのかわかりませんでした。ただ写真の端の方に、こんなやついたかなと思う顔が映っていました。クラス全員の顔はだいたい覚えている。人数も32人でちゃんと覚えている。なのに写真には33人写っているように見えた。見間違いだと思った。写真の端は少し暗くて顔もはっきりしなかったからだ。その時はあまり気にはしていなかった。同窓会の日は11月の13日。場所はもう使われていない昔の中学校の体育館だった。久しぶりに行った母校は思っていたよりもずっと古くなっていた。校舎の壁は黒ずんで窓ガラスもところどころ曇っていた。体育館に入った瞬間、少しだけ嫌な匂いがした。湿った木の匂いと古いカーテンの匂いが混ざったような重たい空気だった。まだ人はあまり来ていなくて、受付のところに男女が2人座っていた。俺は名前を言うと名札を渡された。その時、机の上に出席者名簿が置いてあって、俺は何気なく名前を見ていたら、一つだけ見覚えのない名前があった。32人のクラスなのに、名簿には33人分の名前が載っていた。知らない名前だった。でも幹事のやつに聞いたら、転校生じゃない？途中でいたかも。と適当なことを言われて、なんとなく納得をしてしまった。今思えばクラスに転校生なんて一人もいなかった。人が集まり始めて、体育館の中はだんだん騒がしくなっていった。久しぶりに会う同級生たちは、最初は誰が誰だかわからなかったけど、名前を聞くと少しずつ思い出してきた。でも何人かと話していると、
みんな同じことを言っているのに気づいた。さっきさ、知らないやついなかった？え？ほら、背の高い男、黒いスーツの。ああ、俺も見たかも。知らない男を見たというやつが何人もいた。でも名前を聞いても誰も名前は知らなかった。名札もつけていなかったらしい。先生の知り合いじゃないか？あとは誰かの旦那とか。そんな話になってみんなあまり気にしなくなった。でもその時、体育館の入り口の方を見たら、黒いスーツの男が壁のところに立っているのが見えた。背が高くて痩せていて、やけに顔が白かった。誰とも話さずにずっとこっちを見ていた。目が合った気がして思わず目をそらした。だけどもう一度見たとき、男はいなくなっていた。同窓会が始まって1時間くらいしたところ、トイレに行こうと思って体育館を出た。廊下は電気が半分くらいしかついていなくて、昼間なのに薄暗かった。廊下を歩いていると、前の方に誰かが立っているのが見えた。それは黒いスーツの男だった。壁の掲示板を見ているみたいで、こっちに背中を向けて立っていた。同級生だと思って、君、誰だっけ？と声をかけようとした。だがその時、男の足元が見えた。床には影がなかったんだ。廊下の窓から光が入っているのに、男の足元だけ影ができていなかった。おかしいと思った瞬間、男がゆっくりと振り向いた。顔を見た瞬間、見たことがあると思った。でも誰なのか思い出せない。男は何も言わずに、ただ少しだけ笑った。その口の中がやけに黒く見えた。気づいたら男はすぐ目の前に立っていた。いつ近づいてきたのか全くわからなかった。すると男が小さな声で言った。写真撮りましたか？俺は意味がわからなくて何も答えられなかった。だけど男はもう一度同じことを言った。写真撮りましたか？その時体育館の方から集合写真撮るぞという声が聞こえてきた。一瞬だけ目を離して体育館の方を見た。もう一度前を見たとき、あの男はいなくなっていた。廊下には誰もいなかった。ただ、廊下の窓ガラスに知らない男が、俺のすぐ後ろに立っているのが映っていた。体育館に戻ると、ちょうど集合写真の準備が始まっていた。背の高い人は後ろ、女子は前ね。先生、真ん中入ってください。床には白いテープで立ち位置が貼られていて、その上に順番に並ばされていった。自分の立ち位置に立ったとき、後ろのスペースがやけに狭い気がした。まるで、すぐ後ろに誰かが立っているみたいに、背中のあたりが少しだけ寒かった。振り向こうとしたとき、はい、前向いてください。とカメラマンに言われて、そのまま前を向いた。その時、左肩のあたりに誰かの指が触れた気がした。冷たくて細い指だった。俺は思わず振り向いた。でも、後ろには誰もいなかった。一番後ろの列のやつとの間には、人一人分くらいの隙間しかない。そこに人が立てるはずがなかったんだ。はい、
撮りますよ。シャッターが切られる瞬間、すぐ後ろで男の声が聞こえた。やっと撮れた。小さな声だったけれど、はっきりと耳元で聞こえた。俺は思わず後ろを振り向いたけれど、やっぱり誰もいなかった。そのままもう一枚写真を撮って、集合写真は終わった。同窓会が終わった後、何人かで近くの居酒屋に行った。その店でもさっきの話になった。なあ、黒いスーツの男、見たよな。ああ、見た見た。俺、廊下で話しかけられたんだけどさ。え？お前も？話を聞くと、何人かが同じ男を見ていた。しかも、その男に同じことを言われていた。写真、撮りましたか？気味が悪くなって、誰かが先生にその話をした。すると先生は、少しだけ変な顔をして、ビールを一口飲んでからこう言った。気のせいだろ。先生はそれ以上何も言わなかった。でもその後、先生は一度も笑わなかった。同窓会から1週間くらいして、集合写真がうちに送られてきた。大きな封筒に入った、ちゃんとした写真だった。最初は、普通の集合写真に見えた。みんな笑っていて、先生が真ん中にいて、何もおかしなところはないように見えた。でも、左の端から順番に顔を見ていって、真ん中あたりまで来たとき、手が止まった。そこには知らない男が映っていたんだ。一番後ろの列、ちょうど自分の真後ろに黒いスーツの男が立っていた。顔が白くて、目が少し細くて、口だけが笑っていた。同窓会の時、廊下に立っていた男だった。でもおかしい。写真を撮るときは自分の後ろには誰もいなかった。それははっきりと覚えている。後ろは壁だったし、人が入れるスペースなんてなかった。なのに写真にははっきりと写っている。しかもその男、他の奴らみたいにカメラを見ていなかった。写真を見ている。こっちを見ていた。嫌な感じがして、同窓会に来ていた友達に連絡してみた。写真、見た？と聞いたら、少し沈黙してから、そいつは言った。お前もか。そいつの写真にも、黒いスーツの男が写っていた。でも写っている場所が違った。そいつの写真では、そいつの後ろに男が立っていた。別の奴にも聞いてみた。でもやっぱり同じだった。写真を見ると、それぞれ自分の後ろに男が立っている。そんなこと、あるはずがない。集合写真は1枚しか撮っていないのに、見る人によって男の立っている場所が違う。その話をしているとき、一人がぽつりと言った。なあ、この男、前からいなかったか？気になって卒業アルバムを引っ張り出した。埃だらけのアルバムを開いて、最後のクラス写真のページを開いた。20年前の卒業式の日の写真。懐かしい顔が並んでいる中に、黒いスーツの男が写っていた。同窓会の写真と同じ顔で、同じように一番後ろの列に立ってカメラではなくてこっちを見ていた。背筋が一気に冷たくなった。ページをめくって運動会の写真を見た。修学旅行の写真を見た。文化祭の写真を見た。全部の写真に
あの男が写っていたんだ。でもこんな男、クラスにはいなかった。誰一人として名前を思い出せない。先生の名前もクラスの全員も言えるのに、この男だけは誰も知らない。その時、アルバムの一番後ろのページにクラス名簿が載っているのを思い出した。3年2組32名。一番上から順番に名前を指で追っていった。そして最後の名前を見たとき、手が止まった。32人のはずなのに、名簿の一番下に知らない名前が一つだけ増えていた。33人目の名前があったんだ。その名前を見た瞬間、やっと思い出した。思い出してしまった。みんなでいなかったことにしたやつの名前だったんだ。その名前を見た瞬間、思い出した。どうして今まで忘れていたのか不思議なくらい、はっきりと思い出した。そいつの名前は三上光一だった。背が高くて、痩せていて、いつも黒い服を着ていた。あまり喋らなくて、いつも一人でいた。そしてそいつはいじめられていた。だが直接殴ったりするような、そんないじめではなかった。でも、誰も話しかけなかった。物がなくなっても、誰も知らないふりをした。帽子がなくなっても、みんな笑っていた。先生も知っていたはずなのに、何も言わなかった。三上は、写真を撮るときいつも端に立っていた。できるだけ、映らないようにしているみたいだった。卒業アルバムの写真を撮った日、三上は珍しく少しだけ笑っていた。でもその1週間後、三上は学校に来なくなった。そしてしばらくして首をつって亡くなったという話を聞いた。葬式があったのかどうかも知らない。誰もその話をしなかった。だけどいつの間にかクラスの中で三上の話をする奴は一人もいなくなった。そして卒業アルバムからも三上の写真は消えていた。それは最初からいなかったみたいに。だから俺たちは三上のことを忘れていた。忘れていたはずだった。そのことを思い出した数日後、同窓会に来ていた同級生の一人が亡くなった。夜車で帰る途中、電柱にぶつかって亡くなったらしい。その知らせを聞いたとき、嫌な予感がして、あの集合写真を見た。亡くなったそいつの後ろに立っていた三上が、少しだけ前に移動していたんだ。前は一番後ろの列にいたのに、その時は後ろから2列目に立っていた。俺は気のせいだと思おうとした。でもその1ヶ月後、また一人同窓会に来ていた奴が亡くなった。今度は風呂場で倒れてそのまま亡くなったらしい。写真を見る。三上は真ん中の列に立っていた。三上は少しずつ前に近づいてきていたんだ。まるで順番を待っているみたいに。俺は怖くなって先生に会いに行った。先生はもう定年退職をしていて、古い団地に一人で住んでいた。三上のこと覚えていますかと聞いたら、先生はしばらく黙っていた。そして小さな声で言った。すまなかったと思ってる。先生の話では、三上はずっといじめられていて、何度も先生に相談していたらしい。でも先生は、気にするな。もうすぐ卒業だから我慢しろ。としか言わなかったらしい。卒業アルバムの写真を撮った日、三上は先生にこう言ったらしい。
先生、俺もちゃんと映っていますか？先生は、ちゃんと映ってる、と言った。三上は少し笑って、よかった。これでみんなと一緒に残れます。それが先生が見た三上の最後だった。その帰り道、急にあの男の言葉を思い出した。写真、撮りましたか？あれは同窓会の写真ではなかったんだ。卒業アルバムの写真のことだったんだ。みんなの記憶から消えて、アルバムからも消されて、最初からいなくなったことにされた三上は、写真の中にだけ残っていた。だから三上は、写真を撮るたびに後ろに立っていた。少しずつ、少しずつ、前に移動をしながら。自分を忘れた奴の後ろに立って。そしてこの前、3人目が亡くなった。俺は怖くなって写真を見る。三上は一番前の列に立っていた。そして俺のすぐ横に立って、あの時と同じように少しだけ笑っていた。写真の中の俺の肩に三上の手が乗っていた。冷たい手だった。昨日また同窓会の案内が届いた。灰色の封筒で差出人の名前は書いていなかった。中には案内と出席者名簿と集合写真が入っていた。新しい集合写真だった。そこにはスーツを着た大人たちが並んで写っている。その写真の一番前の列、真ん中に黒いスーツを着たあの三上が立っていた。そしてその後ろに同窓会に来ていた同級生たちが全員並んで写っていた。みんな真っ白な顔で笑っていた。写真の一番端に見覚えのある顔が写っていた。それは家に使われていた俺の顔だった。幼い頃に体験したとても恐ろしい出来事について話します。その当時私は小学生で、妹、姉、母親と一緒にどこにでもあるような小さなアパートに住んでいました。夜になったらいつも畳の部屋で家族揃って枕を並べて寝ていました。ある夜、母親が体調を崩し、母に頼まれて私が消灯をすることになりました。洗面所と居間の電気を消し、テレビ等も消して、それから畳の部屋に行き、母に家中の電気をすべて消したことを伝えてから、自分も布団に潜りました。横ではすでに妹が寝ています。普段よりずっと早い就寝だったので、その時私はなかなか眠れず、しばらくの間ぼーっと天井を眺めていました。すると突然、静まり返った部屋で、カン、カンという変な音が響いたんです。私は布団からガバッと起き、暗い部屋を見回しました。だがしかし、そこには何もない。カン、カンと、また少しして、さっきと同じ音がまた聞こえてきました。どうやら、居間の方から鳴ったようです。隣にいた姉が、今の、聞こえた？と聞いてきました。空耳なんかではなかったようです。もう一度部屋の中を見渡してみましたが、妹と母が寝ているだけで部屋には何もありませんでした。おかしい。確かに金属のような音で、それもかなり近くで聞こえてきた。姉もさっきの音が気になったらしく、今を見てみる、と言いました。私も姉と一緒に寝室から出て、真っ暗な居間の中に入りました。そしてキッチンの近くからそっと居間を見ました。
そこで私たちは見てしまいました。居間の中央にあるテーブル。それはいつも私たちが食事をとったり団らんしたりするところ。そのテーブルの上に人が座っていたんです。こちらに背を向けているので顔まではわかりません。でも腰のあたりまで伸びている長い髪の毛、ほっそりとした体格、身につけている白い浴衣のような着物から女であるということはわかりました。私はぞっとして姉の方を見ました。姉は私の視線には少しも気づかず、その女に見入っていました。その女は真っ暗な居間の中で、背筋をまっすぐに伸ばしたまま、テーブルの上で正座をしているようで、ピクリとも動きません。私は恐ろしさのあまり、足をガクガク震わせていました。声を出してはいけない。もし出せば恐ろしいことになる。だがその女は、こちらには全く振り向く気配もなく、ただ正座をしながら私たちにその白い背中を向けていました。私はとうとう耐えきれず、うわーと大声で何かを叫びながら寝室に飛び込みました。母を叩き起こし、居間に人がいると泣きわめいた。どうしたの？こんな夜中に。そういう母を引っ張って居間に連れて行きました。居間の明かりをつけると、姉がテーブルのそばに立っていました。さっきの女はどこにもいません。テーブルの上もきちんと片付けられていて何もありませんでした。しかし、そこにいた姉の目はうつろでした。今でもはっきりとその時の姉の表情を覚えています。私と違って彼女は何かに怯えている様子はみじんもなく、テーブルの上だけをじっと見ていました。母が姉に何があったのかを尋ねてみたところ、あそこに女の人がいた、とだけ言いました。母は不思議そうな顔をしてテーブルを見ていましたが、もう、早く寝なさい、とだけ言って三人で寝室に戻りました。私は布団の中で考えました。寝室に行って母を起こして居間に連れてきたちょっとの間、姉は居間でずっとあれを見ていたんだろうか。姉の様子は普通ではなかった。何か恐ろしいものを見たのでは？そう思っていました。そして次の日、姉に尋ねてみました。お姉ちゃん、昨日のことなんだけど。そう聞いても姉は何も答えません。下を向いて沈黙するばかり。私はしつこく質問しました。すると姉は小さな声でボソッとつぶやきました。あんたがあんな大きな声を出したから。それ以来、姉は私に対して冷たくなりました。話しかければいつも明るく反応してくれていたのに、無視されることが多くなりました。そしてあの時のことを再び口にすることはありませんでした。あの時私の発した大声で、あの女は多分姉の方を振り向いたんです。姉は女と目が合ってしまったんだ。きっと想像できないほど恐ろしいものを見てしまったんだ。そう確信していましたが、時が経つにつれて次第にそのことも忘れていきました。中学校に上がって受験生になった私は、毎日決まって自分の部屋で勉強するようになっていました。姉は県外の高校に進学し、寮で生活して、家に帰ってくることはめったにありませんでした。ある夜、遅くまで机に向かっていると、扉の方からノックとは違う何かの音が聞こえました。カン、カンと、かなりかすかな音です。金属っぽい音。それが何なのかを思い出した私は、全身にどっと冷や汗が吹き出ました。これはあれだ。小さい頃に母が風邪をひいて、私が代わって消灯をした時の。カン、カン、と、また鳴りました。扉の向こうから、さっきと全く同じ金属音。私はいよいよ怖くなり、
妹の部屋の壁を叩いて、ねえ、ちょっと起きてと叫びました。しかし、妹はもう寝てしまっているのか、何の反応もありませんでした。母はずっと早寝をしている。とすれば、家の中でこの音に気づいているのは私だけでした。一人だけ取り残されたような気分になりました。そしてもう一度、あの音が。カン、カン。私はついに、その音がどこで鳴っているのか分かってしまいました。そっと部屋の扉を開けました。真っ暗な短い廊下の向こう側にある居間。そこはカーテンから漏れる青白い外の光で、ぼんやりと照らし出されていました。キッチンのそばから居間を覗くと、テーブルの上にあの女がいました。幼い頃、姉と共に見た記憶が急速に蘇ってきました。女はあの時と同じ姿で、白い着物を着て、スラッとした背筋をピンと立て、テーブルの上できちんと正座をし、その後ろ姿だけを私に見せていました。そして、カン、カン。今度ははっきりとその女から聞こえました。その時私は声を出してしまいました。何と言ったかは覚えてはいませんが、またも声を出してしまったのです。すると女は私の方を振り返りました。女の顔と向き合った瞬間、私はもう気がおかしくなりそうでした。その女の両目には、ちょうど目の中にぴったり収まる大きさの鉄釘が刺さっていました。よく見ると、両手には鈍器のようなものが握られている。そして、口だけで笑いながらこう言った。あなたも、あなたたち家族も、おしまいね。ふふふ。次の日気がつくと私は自分の部屋のベッドで寝ていました。私は少しして昨日何があったのかを思い出し、母に、今で寝ていた私を部屋まで運んでくれたのと聞いてみましたが、何のことと言うではありませんか。妹に聞いても同じで、どうせ寝ぼけてたんでしょうが、とケラケラ笑われた。しかも私が部屋の壁を叩いた時には、妹はすでに熟睡していたとのことでした。そんなはずがない。私は確かに今であれを見て、そこで意識を失ったはずです。誰かが居間で倒れている私を見つけて、ベッドに運んだとしか考えられませんでした。でも、改めて思い出そうとしても、頭がもやもやとしていました。ただ、最後のあのおぞましい表情と、にやりと笑った口から出た言葉は、はっきりと覚えていました。私と家族がおしまいだと。異変はその日のうちに起こりました。私が夕方頃、学校から帰ってきて玄関のドアを開けた時です。いつもなら、居間には母がいて、キッチンで夕食を作っているはずであるのに、居間の方は真っ暗でした。電気も消えていました。お母さん、どこにいるの？私は玄関からそう言いましたが、家の中はしんと静まり返って、まるで人の気配がしませんでした。鍵は開いているのに、かけ忘れて買い物にでも行ったのだろうか。のんきな母ですので、たまにこういうこともあるのです。やれやれ、と思いながら、靴を脱いで家に上がろうとしたその瞬間、カン、カン、と、居間の方で何かの音がしました。私は全身の血という血が、一気に凍りついたような気がしました。数年前と、そして昨日と全く同じあの音。ダメだ。ここにこれ以上いてはいけない。恐怖への本能が理性をかき消しました。ドアを乱暴に開け、無我夢中でアパートの階段を駆け下りました。一体何があったのだろうか。そしてお母さんはどこにいるの？妹は？家族のことを考えて、さっきの音を何とかして忘れようとしました。
これ以上あれのことを考えていると気が狂ってしまいそうだったんです。すっかり暗くなった路地を走りに走った挙句、私は近くのスーパーに来ていました。お母さん、きっと買い物してるよね。と一人でつぶやき、切れた息を取り戻しながら中に入りました。時間帯が時間帯なので、店の中に人はあまりいなかった。私と同じくらいの中学生らしき人もいれば、夕食の材料を調達しに来たと見える主婦っぽい人もいた。その至って普通の光景を見て、少しだけ気分が落ち着いてきたので、私は先ほど家で起こったことを考えました。真っ暗な居間、開いていた鍵、そしてあの金属音。家の中には誰もいなかったはず。あれ以外は。私が玄関先で母を呼んだ時のあの家の異様な静けさ。あの状態で人なんかいるはずがない。でも、もしいたら、私は玄関までしか入っていないので、ちゃんと中を見ていません。ただ電気が消えていただけ。もしかすると、母はどこかの部屋で寝ていて、私の声に気づかなかっただけかもしれない。なんとかして確かめたい。そう思い、私は家に電話をかけてみることにしました。スーパーの脇にある公衆電話。お金を入れて、震える指で慎重に番号を押していきました。受話器を持つ手の震えが止まりません。1回、2回、3回。コール音が頭の奥まで響いてきます。そして、ガチャッと誰かが電話を取りました。私は息を飲んだ。耐え難い瞬間。もしもし、どなたですか？その声は母だった。その穏やかな声を聞いて、私は少しほっとしました。もしもし、お母さん？あら、どうしたの？今日は随分と遅いじゃない。何かあったの？私の手は再び震え始めました。手だけじゃない。足もガクガク震え出して、立っているのがやっとだった。あまりにもおかしいです。いくら冷静さを失っていた私でも、この異常には気づきました。なんで？お母さん。なんでって何が？ちょっと大丈夫？本当にどうしたの？お母さんが今、こうやって電話に出れるはずがないんです。私の家には今にしか電話がないんです。さっき今にいたのはお母さんではなく、あの化け物だったのに。なのにどうしてこの人は平然と電話に出ているんだろう。それに、今日は随分と遅いじゃないと、まるで最初から今までずっと家にいたかのような言い方。私は、電話の向こうで何気なく私と話をしている人物が、得体の知れないもののようにしか思えなかった。そして、乾ききった口から何とか絞って出した声がこれだった。あなた、誰なの？誰って。そして少しの間を置いて返事が聞こえた。あなたのお母さんよ。ふふふふ。カンカン、その後。以前このスレでカンカンという話を投稿したものです。あれから8年近くもの月日が経ちました。またも恐ろしい出来事がありましたので、皆様にお伝えしたいと思います。拙い文章であることに加え、前回の話を読んでいない方には、少々伝わりにくいかもしれませんが、ご了承ください。現在私の実家のアパートには、母と妹が住んでおり、二つ上の姉は実家からだいぶ離れた場所で就職し、私は隣の県の大学に通いつつ、一人暮らしをしています。父は単身赴任で、8年前と変わらず全国を転々としています。去年の冬、久しぶりに実家から連絡があり、母から家に戻ってきなさいと声をかけられました。
私はとにかく家に帰るのが嫌で、せっかくの休日をあのおぞましい場所で過ごしてたまるものか、と思い、母の誘いを毎年堅くなに断っていましたが、今年はめったに戻ることのない姉と父が帰ってくることもあり、母の土星にも押され、卒論を間近に控えつつも、しぶしぶ帰省することにしました。恐ろしい目にあった家に再び戻ることにも抵抗は十分あったのですが、実はそれよりも怖いことがありました。母には申し訳ないことなのですが、母と対面するのが何よりも怖かったんです。かつて母と電話越しで会話をしたとき、母が明らかにおかしな様子だったのを今でも覚えています。母の声なのに母じゃないものと会話をしていたあの瞬間、今でも忘れられません。とはいえ、すべては過去のこと。あれを見た後でも私の身の回りでは特におかしなことはなく、幸運なことに家族の中で病気をしたり、怪我をしたりする人もいませんでした。姉も妹も元気そうにしているし、母も父もここ8年で変わったことはないようです。もはや家族がおしまいという呪いの言葉だけではなく、白い着物姿の女を見たことさえも夢だったのではないかと思い始めているところでした。耳にこびりついているあの嫌な音だって、いつかきっと忘れるに違いありません。絶対に大丈夫と自分に強く言い聞かせ、私は実家へと向かいました。帰省を避けていた本当の理由を母に悟られないよう、せめて実家にいる間は明るく振る舞おうと心に決めていました。家に帰った私はほっとしました。父も母も妹も姉も元気そうで、久しぶりに帰省した私を見て、卒業は大丈夫なのか、彼氏はできたのか、などとお約束のおせっかいを焼くのでした。あれほど気にしていた母も変わった様子はなく、ホテルの清掃業のパートで日々忙しいとのことでした。しかし姉に話しかけることだけは気まずく、ためらわれました。その理由は、8年前のあの出来事があってから、姉は私のことを今日まで徹底的に無視し続けたからです。幼い時、あの真っ暗な居間で私が大声で叫んだことが絶好のきっかけに違いなく、私に対する姉の冷たさは尋常ではありませんでした。そんな姉が実家で発した言葉に私は耳を疑いました。あんたのことずっと無視しててごめん。まさかかれこれ8年も無視されていた姉から謝罪の言葉があるとは思いませんでした。私こそごめんなさい。でも突然どうしたの？もしかして何かあった？驚きのあまり聞かない方が良いことまで聞いてしまったような気がしました。姉はどこかぎこちない表情を浮かべましたが、昔使っていた姉と私の共用部屋に私を招いて話をしてくれました。私の家でね、あの音が聞こえたの。あの音という言葉を聞いただけで、私は何かひんやりとしたものが背筋を伝うのを感じました。姉はそんな私の様子を見てから話を続けました。あの日、仕事から帰ってきたのが夜9時頃。それで、部屋でテレビを見ていたんだけど、風呂場の方で、カン、カンって、ちっちゃい頃あんたと一緒にその音を聞いたことがあったから、すぐにわかったよ。これはやばいって。近くに同僚が住んでいたから、速攻で家を出て、その友達のところに行ったの。その友達ん家で話をしていたら、また風呂場の方から、カン、カンって、おかしな鉄の音だった。友達も私もパニックになって、部屋を出て警察を呼んだ。でも結局、風呂場には何もなかったし、一応部屋も調べてもらったんだけど、何もなかった。姉の話は、8年前のあの忌まわしい記憶を完全に蘇らせました。あの時の出来事は今でも忘れられません。真っ暗な居間、
テーブルに座る女、そして、カン、カンという金属音。振り向く女、おぞましい顔。何の前触れもなく聞こえるあの音は、自分をしばらく極度の金属音恐怖症にさせるほどおぞましいものでした。音楽が流れる場所では、カウベルや鈴のような音が鳴らないかヒヤヒヤし、台所のフライパンや鍋の発する金属音に耳を塞いでは怯え、遠方に向かうときは踏切のある道路を避けねば移動もままならない。ただ姉の話には、8年前とはいくつか違う点がありました。白い着物姿の女を見ていなければ、声も聞いていない。聞こえたのは、カン、カンという不気味な音だけ。しかも場所は風呂場。私は今のテーブルの上にあれが正座している姿は知っているが、風呂場だなんて。本当にあれだったんだろうか。そう姉に問いかけようとしたとき、突然姉はボロボロと涙をこぼし始め、泣き出しました。私はうろたえながらも、まだあれだって決まったわけじゃないじゃん、と姉をなだめようとしました。すると姉は泣き顔のまま私の顔を睨み、あんた、お母さんのことミカから聞いていないの？と、凄みのある声で迫ってきました。お母さんのこと？妹から？話の方向が見えず、当惑しました。今さっきだって、母の作った美味しいビーフシチューをいただいたばかりだった。母の様子に何もおかしいことなんてなかったし、妹も普段通りだったように見えた。焦りを隠せない私に向かって、姉は涙を拭いながら言いました。時々、夜中に家をこっそり出ていくんだって。でも、詳しいことはミカに聞いて。ただなるの姉の話を聞いて、私はすぐ妹の部屋に行き、問いただしました。ねえ、お母さんが夜に外に出てるってどういうこと？ああ、お姉に聞いたんだね。本当なんだよ。なんなら一緒に見る？その夜私は妹の部屋に入れてもらい、妹のベッドの隣に布団を敷き、ぼんやりと天井を眺めながら時間が経つのを待っていました。妹の話では、母が家に出る時間帯はだいたい決まっていて、1時過ぎ頃に家を出て、10分程度で帰ってくるとのことでした。最初母の外出に気づいた妹は、気分転換がてら外にタバコを吸いに行っているものだと思っていたらしく、特に気にも留めずそのまま寝ていたらしかった。しかし、雪が降るほどに寒くなってからも母の外出は続いた。そしてそのことを母に聞くと、何のこと？という反応。とぼけている様子もなく、自分が深夜に外出していること自体、全く自覚がなかったそうだと言うんだ。不審に思った妹は、母の後をこっそりとつけました。そろそろだよ。妹が言うと、私は耳を澄ませました。すると間もなく、ドアを一枚隔てた廊下側で、何やら人の気配がしました。ガサガサッと、玄関のあたりで物音が聞こえました。おそらく、ブーツを履いているんだろうと思った。そして、キーという音とともに、コツ、コツ、コツという足音。間違いなく今外に出た。私と妹は顔を見合わせ、なるべく音を立てないようにドアを静かに開け、忍び足で玄関に行った。鍵はかかっていなかった。妹は注意深くドアノブを握り、そっとドアを開けた。真っ暗な路地、街灯と月明かりだけが頼りだった。母はどこに行ったんだと妹に聞くと、驚いたことにすぐ近くにいるという。嫌な予感がじわじわとしていた。家から100メートルほど進んだところ、路地を照らす街灯の下に母はいた。母は電柱の周りをぐるぐると回っていた。散歩のようにゆったりと歩くようなペースではなく、かなり速い早歩き、あるいは
駆け足のようなものすごいスピードで、ぐるぐる、ぐるぐると回っていました。昼間に見せてくれていたような優しげな表情は今はどこにもなく、遠目に見ても般若のような鬼の形相にしか見えませんでした。あまりの恐ろしさに呆然としていると、妹は、もう帰ろうと促すと同時に、多分あと10分くらい続くから、あれと付け加えた。それがものすごく怖かった。母の異常な姿を目の当たりにして、私はようやく事の重大さに気づき始めました。あなたも、あなたたち家族もおしまいね。今頃になって、あの女のおぞましい言葉が頭の中で繰り返されました。妹よりも一足早く家に帰ってきた私は、居間の電気をつけようと壁を探りました。だいたいこの辺にスイッチがあったのに、とそう思いながら手探りをしていると、指先に角張ったプラスチックの感触が伝わりました。それとほぼ同時に真っ暗な空間で、カン、カンという音が響き渡りました。と思った時にはすでに遅く、私は壁のスイッチを押してしまいました。白い光で照らし出される今、強い光に目が慣れず、私は反射的に目を細めた。テーブルの上には白い着物を着た女が座っていて、こちら側に背を向けているので、顔まではわかりませんでした。現実感がまるでなく、冷静な思考ができませんでした。テーブルの上に女が正座しているだけでも異常なのに。点灯したばかりの室内灯に明順応しきれていない私の目には、今の空間全体が奇妙なものに映りました。嫌な汗がどっと吹き出ているのを体に張り付く衣服で感じていました。何分、いや、何秒そうしていたかはわかりませんが、私の指が再びパチンとスイッチを押すと、今は真っ暗な闇に飲まれ、何も見えなくなりました。そして、ちょうどその時、玄関からガチャリとドアの開く音がしました。妹かな？しかし私の視線は、再び闇に包まれた今の方に釘付けで、テーブルの上にはまだあの女がいるような気がしていました。その一方で玄関では、ガサッ、ガサッという靴を脱ぐような音に続いて、木造の床に体重がかかるときになる、ギッ、ギッという独特のきしみ音がしました。私は廊下の方を振り向くことができませんでした。妹に決まっているはずなのに、そっちの方を見れない。いや、なんとなくわかっていました。気配というか、勘というか、あやふやなものだったけれど、後ろから近づいてくるのは、おそらく妹ではなかった。形容しがたいほどおぞましい感覚が、ギッ、ギッというきしみ音とともに強くなっていく気がしました。そして、真っ暗な居間の真ん中、テーブルが置いてあるあたりで、カン、カンという金属音が鳴りました。意識が遠のく寸前、私のすぐ後ろにいた人物の手に、ガッと肩をつかまれたのを確かに感じました。ちなみにその翌日、私は姉の部屋で寝ていたそうです。姉も妹も、あの真っ暗な居間で私の肩を掴んだということは一切ないと断言しており、しかも妹が帰ってきた時には母はまだ帰宅していなかったそうです。靴だけではなく母の寝室も確認したから絶対に確かだとのことでした。妹曰く母の異常な行動は今でも続いているようです。精神科にも相談したし、うちでお祓いだってしてもらった。通報されたこともあるからね。後で聞いた話だが、妹はすでに姉から詳しい話を聞かされており、父には内緒でいろいろやっていたらしい。だがいずれも徒労に終わった。母の異常な行動を見れば、効果がないのは一目瞭然だった。そして私にはもう分かっていた。あの女のせいだ。姉の家で鳴った音だって、あの夜の母の恐ろしい姿だって、
全部あの女が原因なんだ。そう思うと怒りがこみ上げてくる。でも怒り以上にあの女が恐ろしくてたまらない。なるべく早いうちに父に打ち明け、アパートを引き払うことを検討しています。あれは俺がまだ20代の頃の話だ。今でも山を見ると最初に思い出すのは景色じゃない。湿った土の匂いでも杉の葉が擦れる音でもない。あの時見た木と木の間に何本も張られていた色あせた赤い紐だ。ただの立ち入り禁止の目印だと思っていた。観光客よけの脅し文句みたいなものだとあの時は本気でそう思っていたんだ。でも今はわかる。あれは入ってくる人間を止めるためのものではなかった。あれ以上中にいるものを外へ出さないための結界だったんだ。その山は地元ではそこそこ知られた低山だった。本格的な登山ってほどではない。休日に軽く歩くにはちょうどいい、よくある里山だ。ただ山の裏側の古い登山道だけは地元の人間でもあまり使わないと言われていた。理由を聞いても年寄りたちははっきりとは答えない。昔から良くない。裏に入るな。見えても拾うな。言うことはいつも曖昧で、どこか子供相手の言い聞かせみたいだった。俺たちはその時3人だった。俺と大学時代からの友人の新一と、新一の職場の後輩だった圭介。3人とも車が好きで、休みが合うと適当に遠出をして、景色のいい場所で写真を撮ったり、川辺で飯を食ったりするほどの仲だった。あの日も最初から登山をするつもりじゃなかった。近くのダムまで来たついでになんとなく山道に入って暇つぶしに軽く歩こうという話になっただけだ。登山口には傾いた案内板が立っていた。表側の道はきれいに整備されていたのに、裏側へ回る細道は草が伸びていて明らかに手入れがされていなかった。そこで圭介が言った。こういう使われていない道の方がなんか面白そうじゃないですか？新一は笑っていた。俺もその時は止める理由がなかった。道が荒れているだけで別に私有地でもない。少し進んで危なそうなら戻ればいい。そういう軽い気持ちだった。10分ほど歩いたところで道の空気が変わった。風が止んだとか急に寒くなったとか、そういう階段じみた変化ではない。もっと妙でもっと説明しにくい違和感だった。周囲の景色は同じ山のはずなのに音だけが遠くなる。自分たちの足音が土に吸われていくようで、会話をしていても声が少し遅れて耳に戻ってくる気がした。先頭を歩いていた圭介が立ち止まった。その背中の向こうに赤いものが見えた。木と木の間に細い紐が何本も張られていたんだ。胸の高さ、腰の高さ、膝の高さ。1本ではない。3本、4本。いや、もっとだ。古びて色が抜けているのに、そこだけ妙に目立つ。風がないのに、ほんの少しだけ揺れていた。紐の手前には小さな木札が下がっていた。墨が滲んで読みづらかったが、かろうじてこう読めた。入るな、触るな、またぐな。新一が、なんだこれと笑った。圭介はもっと露骨にバカにしていた。いや、逆に雰囲気ありすぎでしょ。こんなの見たら入ってみたくなるじゃないですか。だが俺はあまり気乗りがしなかった。その場所だけ明らかに人の手が入っている。
誰かがわざわざ紐を張って札まで下げているんだ。冗談半分で荒らしていいような感じではなかった。やめとけって普通に感じ悪いだろ。そう言ったんだが、圭介はもう一歩前へ出ていた。振り返ってヘラヘラ笑いながら言う。こういうのって地元のジジババが勝手にやってるだけですよ。山の神様がどうとかそういうやつ。その言い方に新一までつられて笑った。二人とも怖がっている俺をからかうつもりだったんだろう。圭介は靴の先で赤い紐を軽く持ち上げると、そのまま中へと踏み込んだ。その瞬間耳の奥で糸が切れるみたいな音がした。パツンと。実際に紐が切れたわけではない。でも確かにそういう音がしたんだ。俺は反射的に周囲を見たが何も変わってはいなかった。山は静かなままだし、赤い紐も張られたままだった。ほら、何もない。圭介はそう言って笑った。新一も肩をすくめてその後を追った。俺だけ残るのも気味が悪くて、結局俺もまたいでしまった。中に入った先はただの林ではなかった。まず空気が妙に湿っていたんだ。さっきまで乾いた土の道だったのに、その内側だけ何年も日が差していないみたいに地面が黒かった。そして少し進むと小さな塚のようなものがいくつもあった。人の膝ほどの高さに石が積まれている。一つや二つではない。左右に散らばるように10以上はあったと思う。墓には見えない。祠でもない。ただ石が積まれていて、その上に細い枝や乾いた花の残骸みたいなものが置かれていた。それは古い供物の跡にも見えた。新一が急に息を潜めた。これ、なんか嫌だな。さっきまで笑っていたのに、その時だけは真顔だった。俺も同じことを思っていた。ここは人が遊び半分で入っていい場所ではない。見てはいけないものを見てしまったような気がして、喉の奥が苦くなった。その空気を壊したのは、やはり圭介だった。あ、これすげえ。そう言って、一つの塚の前にしゃがみ込んだ。見ると、親指の先ほどの白い石が挟まっていた。河原にあるような丸い石ではない。どこか骨みたいに白くて、表面に赤茶けた筋が走っている。お守りみたいで良くないですか？これ。俺はゾッとした。その石は妙に生っぽかった。石なのに乾いたものには見えない。長く空気に触れていたものではなくて、ついさっき土の中から掘り出されたみたいな変な湿り気を感じた。ダメだ、置けよ。思わず強い口調になった。新一も、やめろって、と言った。でも圭介は面白がって笑うだけだった。だって、こんなのどう考えても作り物じゃないですか。ほら、パワーストーン的な？そう言うと、あいつは白い石をつまみ上げ、そのままポケットに入れた。その時どこからか、かすかに鈴の音が聞こえた。チリン、チリン。近くではない。もっと奥の方から風に乗って流れてくるみたいな細くて弱い音だった。でも、それが合図みたいだった。さっきまで止まっていた風が急に木々の間を抜けた。腐った葉と湿った土の匂いが一気に立ち上がって、俺はたまらず、帰ろうと言った。帰り道で俺たちはほとんど喋らなかった。圭介だけが時々、なんかガチっぽくって逆に受けましたね。みたいなことを言っていたが、
新一も俺もまともには返さなかった。赤い紐のところへ戻ったとき、木札がさっきと少し違って見えた。最初は墨が滲んでいたはずなのに、その時だけは妙にはっきりと読めた。持ち出すな。俺は足を止める。新一も同じものを見たのか、小さく、おいと声を漏らした。だが圭介は、そんな札は見えていないみたいに、そのまま紐をまたいで外へ出た。俺たちも慌てて後を追った。その日の夜、新一から電話が来た。普段は用事がなければ連絡なんてよこさないやつだから、珍しいなぁと思った。出ると開口一番、変なことを聞かれた。お前さっき、圭介の家に行ったか？行くわけがない。解散してからずっと、俺は自分の部屋にいた。いや、行ってないけど。そう答えると、新一は少し黙ってから言った。今、あいつから電話があってさ、玄関の前に、お前が立ってるって言うんだよ。俺は何を言っているのかわからなかった。何を言っているのと聞くと、新一は妙に早口になった。ドアスコープを覗いたら、お前が下を向いて立ってるって。でも、電話に出てるのはお前だろ？じゃあ、外にいるの誰だって話になってさ。背中が冷えた。ふざけてるんじゃないの？ああ、俺もそう思った。でもあいつ、笑ってなかったんだ。その時新一はさらに妙なことを言った。圭介の部屋の前に立っていた俺は、しばらく動かなかったらしい。それから玄関のドアを軽く3回叩いて、ボソボソっと何か言ったという。新一は、その言葉をそのまま伝えてきた。返せって。翌朝圭介からも連絡が来た。内容は、もっと気味が悪かった。夜中の2時頃寝ていたら、胸の上に何か重いものが落ちてきたらしい。驚いて飛び起きて電気をつけると、布団の上に小さな石が3つ並んでいた。どれも庭石みたいな普通の石ではない。土で汚れた白っぽい石で、表面に赤い筋が入っていた。ポケットに入れたはずの石は、机の上に置いてあった。だがそれとは別に、同じような石が3つ、胸の上に乗っていたそうだ。誰かが部屋に入ったんすかね？電話口でそう言っていたが、声は引きつっていた。冗談では済まないとさすがに分かったんだろう。俺はその日、仕事が手につかなかった。新一も同じだったらしく、夜に3人で会うことになった。圭介の顔色はひどかった。一日で人相が変わるなんてあるのかと思うくらい、目の下に濃いクマが落ちていた。会ってすぐ、あいつはスマホを差し出してきた。寝る前に何気なく撮った部屋の写真だという。そこには薄暗いワンルームの床が映っていた。テーブル、テレビ、カーテン、脱ぎ捨てた服、どれも普通だった。だが部屋の隅、カーテンと壁の間に何か白いものが見えた。最初は腕かと思った。細くて、長くて、関節がおかしい。人間の足のようでもあるが、骨張っていて、膝の向きが妙だった。そしてその先に小さな足がある。子供の足より細いのに、指だけが異様に長い。圭介は震える声で言った。これ撮った時、部屋に誰もいなかったんすよ。新一は何も言えなかった。俺も言葉が出なかった。写真の中のそれは、カーテンの向こうから部屋の中を伺っているみたいに見えた。それで結局、その場で決めた。石を返しに行くしかないと。翌日の朝、3人でまた山に向かった。晴れていたのに、
山のふもとに近づくにつれて、空だけが灰色に濁っていた。登山口までは問題なく行けた。だが、あの裏道に入ってからがおかしかったんだ。歩いても歩いても赤い紐の場所に着かないんだ。同じような杉林が続くばかりで、目印になる倒木も曲がった標識も出てこない。地図アプリは現在地を示しているのに、その点がじわじわと揺れ続けていて、まるで定まらない。1時間近く歩いたところで、圭介が急に立ち止まった。うつむいていた顔を上げたとき、俺は息を飲んだ。あいつの首の右側に赤い線が出ていたんだ。まるで赤い紐で締めたみたいに、一周ぐるりと跡がついていた。さっきから後ろで何か引っ張るんすよ。圭介はそう言った。自分の首を押さえながらかすれた声で続ける。立ち止まると緩むんですよ。でも歩くとまた締まる。もうその時点で引き返すべきだったのかもしれない。でも石を返さなければもっとひどいことになると三人とも半ば思い込んでいた。さらに進むと突然視界が開けた。そこは昨日の場所だった。黒く湿った地面、点々と並ぶ石の塚、そして木と木の間に張られた何本もの赤い紐。俺たちはやっとほっとした。戻れたと、その時は本気でそう思っていた。だが近づいた時、違和感に気づいた。なんと、塚の数が増えていたんだ。昨日見た時より明らかに多い。しかもそのうちの一つは、積み上げられた石が崩れていて、何かが足りないように見えた。圭介がポケットから白い石を取り出した。手が震えていて何度も落としかけた。これ、ここに戻せばいいんですよね。誰に聞くでもなく言って、塚の前にしゃがみ込む。そして石を元の位置らしき隙間へと押し込んだ。その瞬間、山のどこかで低く鈴が鳴った。チリンじゃない。もっと大きくて重い音だった。社の本坪鈴を遠くで一度だけ鳴らしたような音。ゴーッと風が吹いた。赤い紐が一斉に揺れる。だがその揺れ方がおかしかった。横風なのに紐だけが前後に震えている。誰かが向こう側から指で弾いているみたいだった。新一が、もう帰るぞと言った。その声に重なるようにすぐ近くで女の声がした。一つ足りないよ。あまりにも自然に聞こえたから一瞬新一が喋ったのかと思った。でも新一は青ざめていて口を閉じたままだった。圭介はその場にへたり込んで辺りを見回している。そして声はもう一度した。一つ足りない。今度ははっきりと塚の向こう側から聞こえた。俺は視線を向ける。石の影に白いものが見えた。人の顔だった。いや、顔というより顔に似せた何かだった。土毛色で目だけが異様に黒い。髪は濡れたように額へ張り付いていて、口元が見えない。首から下は塚の向こうに隠れているのに妙に近い。距離感が狂う。そこにいるはずなのに輪郭だけが遠いんだ。圭介が叫んだ。叫びながら立ち上がり、後ろへ下がろうとした。その途端、足元の赤い紐が引っかかって転んだ。尻餅ではない。何かに足首をつかまれて引かれたみたいに真後ろへ倒れた。俺と新一で駆け寄ろうとしたが、その前に圭介が喉を押さえてのたうち回り始めた。首の赤い跡が目に見えて深くなっていく。
皮膚の下へ細い紐が食い込んでいくみたいだった。苦しい、苦しい。ねえ、取ってくれよ。俺は圭介の首に手をやった。何もない。本当に何もないのに、指先には確かに感触があった。細くて硬い、濡れた糸のようなものが首に幾重にも巻きついている。引っ張ろうとしても指が滑る。新一も一緒に掴んだが、見えないそれは逆に締まっていくばかりだった。その時、足元で石が転がる音がした。見ると、さっき戻したはずの白い石が、塚の隙間から一人でに転がり出てきていた。まるで中から押し返されたみたいに。そして女の声がすぐ耳元で囁いた。一つじゃない。次の瞬間、新一が俺を突き飛ばした。走れと怒鳴る声が聞こえた。俺は反射で立ち上がり、何も考えず赤い紐をまたいで外へ飛び出した。後ろで圭介のあえぐ声と新一の叫び声が混ざっていた。振り返る勇気はなかった。どれだけ走ったのかはわからない。気がつくと俺は登山口近くのベンチに倒れていた。服は泥だらけで、両手の爪の間には黒い土が詰まっていた。そしてしばらくして新一も戻ってきた。でも圭介はいなかった。警察には遭難だと説明をした。山狩りにも出た。だが圭介は見つからなかった。痕跡らしいものは何も出なかった。俺と新一は互いにあの場で見たものをあまり口にしなかった。話せば本当にあったこととして固まってしまう気がしたからだ。それから1週間後、圭介の遺体が見つかった。でも見つかったのは山ではなかった。あいつのアパートの部屋だった。鍵のかかった室内で押し入れの中に座ったまま死んでいたという。発見したのは管理会社の人間だ。失踪後、家族の依頼で部屋を確認したらしい。俺たちは事情聴取でその詳細を聞かされた。圭介の首には細い圧迫痕が何重にも残っていた。ロープでも電気コードでもなく、もっと細い何か。首だけではない。両腕、両足、胸にも同じ跡があった。まるで大量の糸で全身を縛られていたみたいに。なのに現場からは何も出なかった。縛った道具も争った形跡もない。それどころか押し入れの内側の壁には赤土のついた指で何度も何かを書こうとした跡が残っていた。文字になっていたのは一つだけだった。赤、それだけ。新一はそれを聞いてから目に見えておかしくなった。酒を飲む量が増え、夜になると誰かに電話をかけまくり、意味のわからないことを喋るようになった。3週間ほど経った頃、俺のところへ真夜中に連絡してきた。出るなり、新一は怯えきった声で言った。窓の外に紐がある。何を言っているのかと思った。でもあいつは本気だった。4階だぞ。なのに、窓の外に赤い紐が張ってある。ベランダじゃない。外側だ。何本もしっかりと揺れている。誰かが引いている。俺はすぐに行くと言った。車を飛ばして20分ほどで着いた。新一の部屋の明かりはついていた。だがインターホンを押したが返事がなかった。何度も鳴らして電話もかけた。だが出ない。俺は嫌な予感がして管理人を叩き起こし、合鍵で部屋を開けてもらった。部屋の中はめちゃくちゃだった。カーテンは引きちぎられ、窓際の棚は倒れ、床には塩と酒と何かの灰がぶちまけられていた。新一はベランダの前で座り込んでいた。目を見開いたまま、
窓の外を指さしている。あれ、見えるだろ。その声で俺も窓の外を見た。だが、何もなかった。夜の駐車場と向かいの建物の壁が見えるだけ。赤い紐なんて一本もなかった。そう言うと、新一はひくひくと笑った。見えないのかよ。じゃあ、もうダメだ。その日俺は無理やり新一を連れ出して自分の部屋に泊めた。もうこいつを一人にしてはおけないと思ったんだ。夜中の3時過ぎだったと思う。ふと目が覚めた。寝室の戸が少し開いていて、リビングの暗がりが見える。その向こうで誰かが立っていた。俺は新一だと思った。トイレか水でも飲みに起きたんだろうと。だが次の瞬間、全身の血が冷えた。立っていたのは新一じゃないんだ。細い、異様に細い。足首も膝も腰も人間の形をしているのに全部が骨張って長すぎるんだ。長い髪がだらりと垂れていて顔が見えない。そして両手に何本もの赤い紐を束ねて持っていた。その先が寝室の中、俺の布団の方へと伸びている。動けなかった。叫ぼうとしても声が出なかった。そしてそのままそいつが紐を少し引いた。首が締まった。本当にいきなり締まったんだ。喉の奥が潰れ、息が止まる。何も巻かれていないはずなのに、首の周りに食い込む感覚だけが鮮明にある。俺は必死でもがいて、布団の上を転がった。その弾みで枕元のスタンドに手が当たり、明かりがついた。光の中には誰もいなかった。ただ寝室の引き戸が半開きになっていて、その隙間からリビングが見えるだけだった。俺は咳き込みながら首に手をやった。暑かった。鏡を見ると皮膚に細い赤い線が一本くっきりとついていた。そして新一はリビングの隅で丸くなっていた。眠っているんではない。膝を抱えてブツブツ何かを言っていた。数が合わない。塚の数が合わない。足りない。まだ足りない。そして翌朝、新一は消えた。玄関の鍵は内側から開いていた。靴も財布もそのままなのに人だけがいなかった。警察に届け出を出しても本気で取り合ってはもらえなかった。大人の失踪なんて珍しくもないからだ。だが3日後、俺の部屋の前に小さな段ボール箱が置かれていた。差出人はない。中には土のついた白い石が5つ入っていた。その下に紙切れが1枚。残り1つ。字は新一のものだった。間違いようがない。大学時代から何度も見てきた癖のある字だった。俺はその足で山へと向かった。もう警察とか神社とか寺とかそういう理屈じゃ間に合わないと思った。終わらせるなら自分で行くしかなかった。山は静かだった。あの日と同じように裏道は薄暗く誰にも会わなかった。赤い紐の結界は今度はすぐに見つかった。まるで向こうから待っていたみたいに。木札には何も書かれていなかった。白く削れた板がぶら下がっているだけだ。俺は箱の中の石を持って中へ入った。塚は増えていた。数えたわけではないが、20どころではなかったと思う。林の奥までずっと小さな石の山が並んでいる。その中に人影があった。新一だった。背中を向けて地面にしゃがみ込んでいる。服は泥だらけで肩がひどく細く見えた。俺が名前を呼ぶとゆっくりと振り向いた。だが顔が新一じゃなくなっていた。目の周りが落ちくぼみ、
唇はひび割れ、頬の肉がそげている。何日も飲まず食わずで山をさまよった人間の顔ではない。もっと別のものに近づいた顔だった。それでも口元だけは笑っていた。来ると思ってた。声も新一だった。俺は泣きそうになりながら近づく。でも、あいつは手を挙げて止めた。そこから先、来るな。何言ってんだよ。帰ろう。石なら返す。全部返して、もう終わりにしよう。そう言うと、新一は首を横に振った。違うんだよ。その一言で空気が変わった。背後の塚の間から何十という気配が立ち上がった。見なくてもわかった。石の一つ一つの下に何かがいる。返すんじゃ足りない。代わりがいるんだ。新一はそう言って自分の胸を指で叩いた。その指先には何本もの赤い紐が絡みついていた。皮膚の下へと食い込んで肉と一緒になっているみたいだった。圭介が持って行ったのは石じゃないんだ。あれ、数なんだよ。ここに積んであるの、墓でも供養塔でもない。逃がさないための数なんだ。意味がわからなかった。だが新一はもう説明をする気もなさそうだった。昔、この山で消えた奴らがいたんだってさ。人か、神か、もう何かわからない奴ら。だから外に出ないように一人につき一つ石を置いたんだ。数を合わせてここに縛った。だけどあいつはそれを持って帰った。だから足りなくなった。その時鈴が鳴った。今度はすぐ近くで耳を刺すように高い音だった。塚の間から白い手がいくつも出てきた。痩せ細って土に汚れた指先。その手が石を押しのけ地面をかく。林のあちこちで同じように土が盛り上がった。俺は足がすくんだ。逃げなければと思うのに膝が動かなかった。そして新一は静かに言った。お前はまだ一回だけ助かる。何言ってんだ。俺が数になる。そう言ったあいつは笑った。笑いながら自分の首に巻きついた赤い紐を両手で掴んだ。見る間に首の皮が裂け、血が滲んだ。それでも新一は力を込めた。だから、お前は二度と山に入るな。赤いものをまたぐな。石を拾うな。あと、夜にドアを3回叩かれても、絶対に開けるなよ。やめろ！叫んだ瞬間、周りの塚が一斉に崩れた。石が転がり、白い顔が土の下からいくつも覗いた。目だけが黒い。口元がない。いや、口があるはずの場所に赤い紐が何重にも縫い付けられている。そいつらが音もなくこちらを向いた。新一が最後に何かを言った。でも、それは聞こえなかった。山中で鈴が鳴り始め、木々が揺れ、赤い紐が宙を走る蛇みたいに跳ねたからだ。俺は気がついたとき、結界の外に倒れていた。夕方だった。服のポケットには白い石が一つ入っている。これはどうしても捨てられなかった。捨てようとすると指が動かなくなる。川に投げても翌朝には机の上に戻ってきている。神社に預けようとしても、その日だけはなぜか閉まっている。そしてそれから何年も経った。俺は引っ越しを繰り返す。赤い紐のようなものが視界に入る場所を避けて生きているんだ。祭りも、神社の飾りも、工事現場の規制テープもダメになった。
夜、ドアを3回叩く音がすることがある。出ないようにしている。だけど一度だけ覗き穴を見てしまったことがある。誰もいなかった。なのに、ドアのすぐ下の隙間から、細くて赤い紐が一本だけ、スルスルと入ってこようとしていた。今あの白い石は、透明なケースに入れて、机の引き出しの奥にしまってある。鍵もかけている。それでも、夜になると中で小さく音がする。コロ、コロコロ。多分、まだ終わっていないんだと思う。新一が数になって、本当に足りたのかどうか、それすらもわからない。ただ一つだけ確かなことがある。あの山では、昔から赤い紐をまたいではいけないと言われていた。理由は単純だ。中に入るためではない。帰ってきたものを家に入れないためだったんだ。山に囲まれたその村は、地図の上ではただの空白に近かった。電車は通っていないし、最寄りのバスも一日に数本しか来ない。外から人が来る理由なんてほとんどない場所だった。俺、高瀬直人がそこに来たのは仕事の都合だった。古い民家を改装するプロジェクトに参加することになり、しばらくの間、村に滞在することになったんだ。最初に違和感を覚えたのは到着をした日の夜だった。村の人間は妙によそよそしく、それでいてどこか監視をしているような視線を向けてくる。なんか変なとこだな。そうつぶやいた俺に隣の老人が低く言った。夜は出歩かん方がいいぞ。振り向くと、そこにいたのは佐伯光一という老人だった。この村で長く暮らしているらしく、何かと世話役のような立場にいるらしい。別にコンビニ行くくらいなら。ない。即答だった。俺は少し笑ったが、光一の表情は冗談を許さないものだった。特に川には近づくなよ。川ですか？ああ、午前2時だ。そこで初めて光一は俺の目をまっすぐと見た。その時間に行くと呼ばれるぞ。一瞬意味がわからなかった。呼ばれるって誰に？だが光一はそれには答えなかった。ただぽつりとこう言っただけだ。名前を呼ばれるんだ。その夜俺はなかなか眠れなかった。静かすぎるんだ。都会の生活に慣れた耳にはこの音のなさがかえって不気味だった。時計を見ると午前1時50分。ふと昼間の話が頭に浮かぶ。午前2時に川へは行くな。俺は苦笑した。くだらねえ。そう思いながらも妙に気になってしまう。こういう曖昧な警告ほど人の好奇心を刺激する。俺は気がつけば上着を羽織って外に出ていた。夜の村は昼間とはまるで別の場所のようだった。明かりはほとんどなく、空気は冷たく、何より人の気配が完全に消えている。道を下ると、やがて川の音が聞こえてきた。サラサラっと水が流れる音。その音に引き寄せられるように、俺は足を進めた。そして川に着いた。誰もいない。ただ水の流れる音だけが響いている。なんだよ、何もないじゃん。そうつぶやいた瞬間だった。なおと。背後から声がした。
俺の体がピタリと止まる。今のは、ナオト。もう一度聞こえた。はっきりと俺の名前を呼んだんだ。振り返るが誰もいない。気のせいかな。そう言い聞かせようとしたその時、ナオト。今度はすぐ後ろで耳元で囁くように聞こえてきた。反射的に振り向いたが、やっぱり誰もいなかった。ただ、川の水面に何かが映っていた。自分の姿、そのすぐ後ろに誰かが立っている。俺は息を飲んだ。だが振り向いてもそこには何もいない。ナオト。また声。今度は水の中からだった。水面が揺れ、歪み、その奥から顔のようなものが浮かび上がる。目も口も曖昧なのに、確かにこちらを見ている。そしてそれは口を開いた。見つけた。次の瞬間、俺は走っていた。何が起きたのか理解する余裕もなく、ただ本能的に逃げ出していた。後ろを振り返る勇気はなかった。ただ耳元でずっと声がする。ナオト、ナオト。家に戻り、鍵を閉め、布団に潜り込んでもその声は止まなかった。いや、むしろ近づいてくる。壁の向こうから、天井から、床の下から。そして、ここにいるよ。すぐ隣で聞こえてきた。翌朝、俺は青ざめた顔で目を覚ました。夢だったのか。そう思いたかったが、すぐに違うと分かった。喉がひどく渇いている。全身に冷たい汗が残っている。そして何より、耳元でかすかに声がする。ナオト。俺は震える手でスマートフォンを掴んだ。電波はある。よし、帰ろう。こんな村すぐに出てやる。そう思い、荷物をまとめて外に出た。だが、村の出口に続く道が見つからなかった。昨日通ったはずの道がないんだ。何度歩いても同じ場所に戻ってくる。なんでだよ。焦りが募る。その時背後から声がした。いけんよ。振り返ると佐伯光一が立っていた。その顔にはどこか諦めたような色が浮かんでいる。だから言ったろ。呼ばれたら終わりなんだ。俺は叫んだ。なんなんだよあれ。なんでこんな。光一は首を振った。お前は外に出すためのもんじゃない。は？この村はな、中に留めておくためにある。風が吹いた。どこからともなくあの声が混じる。ナオト。すぐ後ろで。俺は振り向いた。そこに、いたんだ。水に濡れたような形の定まらない影。顔のないそれがゆっくりと手を伸ばしてくる。一人、増えたな。これでしばらくは大丈夫だ。光一がぽつりと言った。その意味を理解するより早く、影の手が俺の肩に触れた。冷たい。ありえないほど冷たい。やめてくれ。声にならない声が漏れる。影は俺の耳元に顔を近づけた。そして、優しく囁く。見つけた。次の瞬間、俺の姿はそこから消えた。その夜村の川辺に新しい影が一つ増えていた。水面の中でゆらゆらと揺れながら、それは通りかかる誰かに向かって静かに名前を呼び始める。